はい、どうも、ジャルです。すいません。配信開始ボタンを押したらネットの接続が落ちて、トラブっていました。ということで遅くなってしまいましたが、今週もエボニープレイ配信始めます。よろしくお願いします。ザ・スピードスラックさんこんばんは。島流しさんこんじゃるは。笹田門さんこんじゃるは。田中さんこんじゃるは。お、ジェムシャイさん。Thank you for your comment. 長谷川さんこんばんは。カムイさんこんじゃるわ。もっこさんこんじゃるわ。アニーさんこんじゃるわ。ホワイトロードさんこんじゃるわ。吉田さんこんじゃるわ。ということで、はい、皆さんすいません。遅くなりました。あつきみさんお疲れ様です。大事なパッション大丈夫ですか？いやー、調子悪いんですよね。昨日もアモアス中に2回も切断されて、はい、結構ね、ノートパソコンなんですけど、酷使してるので、ちょっとやばいかもしれません。はい、ということで、それではね、今週もエボニー配信。今日は、タイトルの通りですね、ハンターラッキーギフトと SR カードパックのね、開封をやっていきたいなと思っています。ということで、先にですね、そう、ついにですね、ついにゲットしたんですよ、こっち。ワールドシビライゼーションシリーズのスーパーレアカード。スーパーレアカードパックをゲットしたんですよ。無料のやつとこう。はい、いつも配られるやつ、ワールドシビライゼーションレアカードパックというパックがね、いつも配られているんですけれども、これはね、必ずレアリティレア以上のカードは必ず1枚含まれてますということで、1個開封すると10枚入ってて、そのうち1枚以上レアが確定してますよというパック。で、こっちは、レアリティスーパーレア以上のカードは必ず1枚含まれているというカードになっていますので、これがね、ゲットできるようになると、急に揃えられるようになっていくんですよということで、はい、昨日、初めてですね、クラーケン、はい、クラーケンを、倒しまして、アザゼルも倒しまして、で、昨日は落ちなかったんですけど、今日ですね、アザゼルじゃねえや、クラーケンから、このワールドシビライゼーションスーパーレアカードパックをね、ゲットしましたということで、はい、レベル20のね、ボスのラリーがかかるようになりまして、20、20、21のね、ラリーがかかるようになりまして、ホクホクです。めっちゃ助かるぜ、という感じで、はい。で、私ね、気づいてなかったんですけど、ログを見て気づきました。B20、クラーケン、B21、アザゼル。このね、2つから、このスーパーレアカードパックがね、出るってのは知ってたんですけど、アザゼルさん、さらに軍事理論を落とすんですね。これやばいね、軍事理論。しかも、これ1日20までかな。多分スーパーレアカードパックは1日2個までっていうサイレント上限があって、軍事理論は1日20のサイレント上限があるような気がしてます。そんなにね、十分に討伐してないのでわからないんですけれども、はい、皆さんサイレント上限の話は知ってますかね？一番わかりやすいので言うと、ウィキさんにも書かれているんですけども、例えばこの鱗。真珠スケールね。真珠スケールって1日に43だったかなぐらいしか落ちないんですよ。落ちるのが決まって、落ちる数が決まってるんですよ。サプライズボックスとかでね、35個までですみたいな書かれてたりするんですけど、このゲーム、いろんなものにサイレント上限が設定されてて、例えばアレースの地とかもね、サイレント上限系ですよね。1日に遺跡から2個までしか落ちない。とか、タイルからは1個しか取れないとか、1日7個だったかな。アレースのうち取れないようになってて、しかも取れる種類ごとにも上限が決まってるっていうね、このサイレント上限シリーズ。はい。で、このね、スーパーレアカードパックはおそらく1日最大2個まで。
で、軍事理論はね、1日最大20個までかなと思っています。十分に倒したらね、また、整理したいなと思ってるんですけれども、おそらくそんな感じがしていて、軍事理論マジぶっ壊れてるなと思って、活躍度で、無課金の場合ね、軍事理論が、この、一番最初のやつで4もらって、2個目はなくて、3個目もなくて、4つ目で10もらえるっていうね、1日14個までなんですけど、はい、軍事理論、B21 を頻繁に倒すような同盟だとすると、軍事理論が、高速で溜まってきますと、もうなんか人の3倍近い速さでね、回ってきますと。これはね、めちゃくちゃさ、広がりますね。えぐーってなって、はい、驚愕してました。月見さん、ああ、そうでしたね。あれ、パスちゃんが調子悪かったんですね。なんか、そう、うちのネットワークがね、調子悪いんですよ。ネットワークなのか、パソコンなのか。こっちのニックな気がするんですよね。あ、かずきさん、こんばんは。はい。ということで、カードパックがね、取れて、やったぜというところで、カードパックってそういえばこの辺に置かれてたりするのかな？置かれてないですね。置かれてないですね。あ、スターメテオライトの交換ちょっと先にやっていいですか？忘れちゃうから。これもう忘れるんだよな、錬金術ショップの交換。本当に。非常に久しぶりに来ましたけど、やっぱりめんどくさいなっていう、はい、56コインの人でいいから、さっさと交換しよう。もう自分の20なんで、の最悪なんで。よし、はい。ということで、まあ、先にね、カードパックの方から行きましょうか。このね、レアリティレア以上のカードが1枚含まれるっていうやつがね、まあ、比較のためにね、1パックずつ引いてみようかなということで、まずはね、この緑の方、いつものもらえるレア以上パック。まあ、レアなんでね、緑色してますよね。これを1パックで回復していきます。お、かずきさん、今日ハンターラッキーギフトが約200個になるので、開封したら X に結果をあげます。あ、いいですね。いいですね。あ、私もなんか開封したらスクショ撮っとこうかな。そう、配信で。あ、いっか。配信は後でスクショ撮れるから。うん。まあいいや。はい。ということで、1パックね、レアパックを引きます。はい。あ、違う。10枚入ってんじゃなくて5枚か。はい。で、レアがね、必ず1枚以上入ってるのっていうので、セーターオアシリー大聖堂とフリーダムヒーローセットがね、出てきましたという形ですと。で、問題はこっちですね。はい。スーパーレア以上のカード必ず1枚含まれますということで、本当かよと。で、スーパーレア以上なんで、もしかしたらね、エピックやレジェンドが出るかもしれない。ちなみに、この確率どういうことなんでしょうね。スーパーレア以上確定。スーパーレア以上確定のその1枠からエピックやレジェンド出る可能性があるのか。で、その可能性も0.23% なのか0.47% なのかっていうのがね、非常に気になっているんですけども、はい、せっかくね、引いたので、まあ、おそらく5枚出てきます。1パックあたり5枚なので5枚出てきます。そのうちの1つが、スーパーレア。で、残りはノーマル3とレア1みたいなね。そんな組み合わせじゃないかなというところで、さあ、試しに引いてみましょう。開封、GO! 頼む。お、レジェンドじゃん。じゃあ他のやつから開けていこう。お、レア。ノーマル。レア2つ。セントワシリーさっきも出たけど、レジェンドお、車種か。ということで、はい、スーパーレア以上なので、レジェンドがね、引くことができましたね。ということで、はい。こんな感じで、B20、B21 を倒せる同盟しかも、なんかその頻繁に倒すような同盟って、このスーパーレアパックがね、1日最大2個集まるようになるので、これでね、急に、コンプリートがね、目指せる、コンプリートの兆しが見えてくるっていうね、システムになってますね。ということで、やったぜ。はい。やっぱりね、スーパーレア以上の1枠の確率の配分って多分、これがそうなのかな？ 7 割。でもこれ1%超えちゃうしな。うん。でもね、レジェンドが出てきたので嬉しいですということで、せっかくなんでね、見に行きましょう。あれちょっと待てよ。シャシュカ持ってんじゃない？
ニューってなってないんだけど、大丈夫？大丈夫大丈夫？ちょっと待って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 。え持ってるじゃん。私、レジェンドそんな持ってないのに、レジェンドさ、レジェンド持ってんの2個だけじゃない？そう、韓国とアラビアだけ持ってて、7分の2。だから7分の5でね、嬉しかったんですけど、はい、残念ながらね、7分の9が引けましたね。なぜ被る？なぜ被る？ひどい。田辺さん、交換ですね。交換しましょう。あ、交換、そう、交換しよう。これ、交換って、誰と交換すればいいんだ？どうすればいいんだろう。そもそも多分、うちの同盟がね、これが、あれカードありません。どういうこと？よし、交換、そういえば仕組みわかんねえな。なんかいっぱいあるやつ。なんかさっきさ、どっかの建物が、これだ、セントワシリ大聖堂だ。必要とするか。相手の交換したいカードを選択してください。フレンドか、これもしかして。ただ単さん、物力センサー作動中。いや、ほんとそうですよね。いや、そんなに良くなかったけどな。何でもいいから出てくれと思ったら、まさか持ってるのになるとは思わないけど。片山さん、こんにちは。兄さん、交換ですね。そう、交換、これ、あれか。自分が欲しいカードを宣言しとく。違う？マイリスト持ってるやつか。出せるやつを出せる。これを出せるよ。で、リクエストカード。なるほどね。なるほどね。なんで、そっか。この辺で選べるという感じなのね。で、選択済み4種類何でもいいよと。なんだっけ私。何なら持ってたんだっけ？帝国院とファジルベッカ持ってなかった気がする。七使徒も持ってなかった？宝珠？覚えてないな。私、レジェンド何を持ってるんだい？日本は持ってない。そう、王冠だ、王冠。なるほど。カード交換で、マイリストというところに、ナツキングさん、サーバー内のメンバー全員が対象です。そうなんだ。じゃあこれいらないから出すよってなって、はい、なんかこの辺を選択して、これで、誰かが優しい人が交換してくれる可能性があるということか。なるほどね、なるほどね。他の人のやつって、どうやって交換出せるよってやった時に出てくるのかな？でも別、ギブ、テイク。本日残り交換数。おもろ。でも、同じカード実は10枚必要なんだろう。悩ましいとこですね。まあ、いっか。コンプリートの方が大事なんで、貴婦人とかね、カードはありません。必要とするカード。勝利の女神。交換しようか。交換成功。まあ、いいや。これ待ってたら、運が良かったら、交換ね、してくれるってことなんですね、きっと。夏キングさん、わらしべ長者になれない仕組みです。同リアリティで動詞の交換なんで、まあ、そりゃそうですよね。もしそれができちゃうと、まあ、ぶっちゃけそれにできるに近いかもしれないけれども、オルト持ってる人にかき集めるっていうことができちゃうから、ゲーム、オルトじゃなくてもね、誰か一人を押し上げる簡単にできちゃうから、まあまあまあ、成立しなくなるんで、正しい実装かなとは思いますが、
なるほどね。被ったら交換出そう。特に高レアリティのやつは。欲しい人いるだろうし。へえ、おもろ。はい。ということで、なんかね、引きの悪さを発揮しましたけれども、えっと、はい。こんな感じで、新しいね、パックをね、ゲットで、このスーパーレアカード、本来は課金で手に入るようなアイテムが、モンスターからね、落としてくれる可能性が出てきたなというところで、今後もね、次からはですね、10パック集まったら、開封するっていうのをね、やっていこうかなと思っていますということで、急にね、カードパック、そのコンプリートの可能性がね、広がりましたということで、やったぜというところで、これなんでゲットできるようになったかっていうと、はい、もういますね。いますね、ここに。はい、K43 のアングリーガーキンっていうね、あれよ、この前のグラディエーターコラボとかのさ、課金額が、真っ先に出てくるイベントあるじゃないですか。上に、上にゲージがあって、左側にランキングがあって、コロッセオみたいなのがね、上位にはもらえるみたいなね、やつ。ああいうところでもね、常連になっている、ケーキ、マックス常連のね、この、ガーキンさんが、なんか知んないけれども、うちの同盟に来ましたということで、この人ね、個人ランキング、今1位なんじゃないかな、戦力ランキング。そうだよね、20.5B。20.5B の人が、いきなりうちの同盟に来たので、うちの同盟がもともと3位同盟だったんだけれども、急に、2位に上がるっていうね、事態が発生しましたと。はい。で、K43 さすがに強くて、そう、アザゼルとかクラーケンを、ガンガンね、殴ってくれるんですよということで、これマジね、非常に助かる。ちょっとね、なんで来たのか、よくわからないですけれども。はい。このね、あのいつまでどれぐらいいるかもよくわからないので、いるうちはね、ガン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 ラリーに乗らなきゃなというところで、ちょっと、あのこの人のね、タイムゾーン、起きてる時間帯に合わせなきゃいけない、合わせてラリー参加したいなと思いつつ、大体ね、日本時間の AM が活発な感じがしててね、もう仕事中なんだよなっていう感じがしてますが、はい。いろんなね、高レアリティアイテムがちょっとたくさんゲットできるね、可能性がね、出てきたなということで、非常に嬉しい限りです。ナツキングさん、交換はコンプリートの数量カウント除外されます。あ、そうなんだ。あれですかね。将軍の伝統と同じシステムで、一回開けたら OK だよっていう、持ってなきゃいけないよっていうことじゃないっていう意味合いであってますかね。コンプリートの数量カウント除外。いいか、ちょっとね、これなんだワールドシビライゼーションね。これは実績ですね、実績。実績にね、ここに反映にあるやつじゃなかったっけ。ほい、ほい。反映じゃない。反映じゃないっぽい。支配か。ワールドシビライゼーション。世界文明シリーズすべてのカードを集める。56分の38ということで。いや、これがね、56分の56、やっと狙えるようになりましたね。夏キングさん。実績。そういうことですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ここはもう計40にしないとこの支配って上げられそうないけれども、ワールドシビライゼーションを上げられると10上がる。10上がったらも588だから星4にはなんねえな。まあ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 。はい、ということで、一つ目、ね、カードパックの話でしたということで、今後ね、スーパーレアパック10枚集まったら開封していこうかなと思っていますということで、続いてが、はい。そう。もう K43。そもそもね、うちの同盟は課金をしている方が多くて、課金している方がね、あの
リセット間際とかに、召喚してくれるんですよ。このヒドラとかね、魔女とか。はい、だいたい、ヒドラだったらね、4とかエピックとか、魔女だったら5あたりとかを召喚してくれて、もともとハンターラッキー箱は運が良ければゲットできてたんですけども、B20、B21 もね、借り始めるようになったので、結構ね、1日10個の上限、獲得ね、できることが増えてきたかなっていう感じがしますね。はい。ということで、今日はもう110、まだそうか、リセットしてから全然やってないから、まだこっから多分8ぐらい増えるかなと思うんですけど、ハンターラッキーギフトがね、やっと100超えましたということで、100個開封やろうかなと思います。夏キングさん、交換したものはカウントされないので自分でゲットするしか実績解放はできないので困ってます。あ、へえ。ちゃんと素引きしないといけないんだ。あれ、そういう仕組みなんだ。えぐいな。エピックなんてなかなか出ないでしょうよっていう。えぐい。はい。さて。ハンターラッキーギフト。1日10個まで取れますということで、やっと100超えました。もちろんね、もちろん狙うはかけらじ戦宝箱王権。これですね。はい。これが出てくれればもう嬉しい。はい。で、安全資源ウルトラレアがね、なんか1っていうね、外れをね、混ぜてるあたりがね、非常に性格悪いなって、エボニーさんやってんなっていう感じですけれども、この40%以外であれば、これさえ引かなければ、まあ大体ね、嬉しい。まあ強化石もね、強化石もあれっちもいつだって足らないし、ラブボックスもね、上限上がって、もうなんかしんどすぎますしっていうのがあるので、はい。ということで、王権が出てほしいなというところで、せっかくなんでね、せっかく溜まったので、開封していきましょう。100ずつ。キリがいいんでね、100ずつやっていこうと思ってます。さあ、じゃあ開けます。ハンターラッキーギフト、オープン。おー、やった。かけら、次戦宝箱、王権1個出ました。よっしゃ。0.8% 引いたぜ。はい。で、強化スラウボックス、アレチまあ当然ね、安全支援枠、ウルトラレアが一番多いですよね。ということで、素晴らしいな。素晴らしいな。和樹さんなんだって。和樹さんこの前出てなかったの、そういえば見かけな。次は出る。次は出る。次は出ますよ。もっこさん、ハンターラッキーギフト100個開いたら、王権一つ出ました。あ、おめでとうございます。あ、パチパチありがとうございます。やったぜ。やったぜ、王権。え、ナツキングさんこの前3箱開けて2個出ました。0.8% ですよ、0.8%。0.8% ですよ。それ、スキンとかも当たるんですけどエレクトラのスキンとか当てられちゃう確率なんですが。田中さん、OK おめでとう。ありがとうございます。やったー。なかなかね、その当たったっていう報告、必ずしも聞くわけではないので、うちの同盟でもね、全然出ないっていうのがよく出てたので、はい、弾けたのはラッキーでしたね。あれ。やった。和樹さん、次200個開けてゼロだったら泣きます。それは辛い。ナツキングさんに吸われてます。神様おめでとうございます。ありがとうございます。やったぜ。橋場流さんもパチパチありがとうございます。はい、王権がゲットできたので、今21かな。はい。かけらじ戦宝箱王権は今やっと21になりましたということで、
うーん。大体ね、ルーレットなんだっけ貴族ルーレットか。貴族ルーレットって、まあ、2、3ヶ月に1個手に入るかなとか。まあ、大体3ヶ月か。3ヶ月に1回ぐらい手に入るかなっていう感じなんですよ。で、あのー文明の衝突のね、イベントが、多分今後5ヶ月に1回来るようになったと思いますと。なので、多分次はね、前回1月開催だったので、次はきっと6月ぐらいにね、来るんじゃないかなと思っています。で、まあ、そこでまたね、交換ができるんで1位ですよね。うん。やっぱね、ハンターラッキーギフトを集めまくって、そこで引かないと、年内に王権は、ゲットできないんですけれども、逆に言うと、ハンターラッキー箱がコンスタントに毎日10集められるのであれば、王権開けられる可能性すごく増えたので、今年も無理だなみたいな、来年かなって思ってたんですけども、今年中ワンチャン出てきたので、もう非常にありがたいですね。島永さん、ハンターラッキーギフトのおかげで王権の文明装備加速しますね。いや、ほんとそうです。アニさんおめでとうございます。ありがとうございます。はい。いや、あのー特にね、課金してる人が多い同盟、これね、レイド月間カードで、こいつらを召喚できるようになったじゃないですか。もう魔女の号とかが、やっぱり1日10回召喚できる、毎日10回召喚できるっていうのを、うちの同盟でも、オルトでね、レイド月間カードを買ってる人もいたりとかするので、すごい召喚してくれるんですよね。で、まあ、奪われちゃうからね、ジェム発射必須で、まあ、カルドも一応大変なんですけれども、とはいえ、やっぱり、課金者が多い同盟ほど圧倒的に成長するようになったっていうね、ちょっとこれ、えぐい仕様変更ですよね。まあ、レベル5のね、魔女を倒したからといって、必ずハンターラッキーギフトが落ちるかといったらそうではないので、やっぱ、運次第なんですけども、はい。まあ、B20 とかね、B21、すごく落とすイメージがあるので、これ落ちてないけどね、もうその前に集めきってたんだよな。やっぱレア度が高いモンスター、その強いモンスターほど落とす確率がちょっと上がってるんじゃないのかな。補正あるんじゃないのかな。レベル5とかね、フェニックスなんてのは多分落としづらくて、ね、レベル15のフェニックスとレベル21のアザゼルのハンターラッキーギフトのドロップ率が同じってことはなさそうですよね。はい、ってことで、やっぱアザゼル、クラーケンがね、今後、まあ、この味方がね、倒してくれるようになるのであれば、はい、だいぶね、成長が加速しそうだなということで、やっと、いろいろ育成がはかどりそうだなということで、今回ね、資源の消費還元来ましたけれども、今回はまあ 20B 達成を目指していて、はい、昨日ね、建設が来たので、やっとですね、農場以外の施設をやっと全部ね、38マックスまで、今の上げられるマックスまでね、上げましたね。はい。ということで、生産の時給が、よいしょ。はい、時給1時間で 4.3M。石材は今、バフのアイテムを使っているので 4.6M というところで、まあ、放置してるだけでもね、2時間で約 9M 近い資源が手に入りますよということで、だいぶね、10B はひとまずね、余裕でクリアできるようになって、20B もね、これでコンスタントに、次の計39で生産施設上げれば、さらにね、跳ねるのが見えているので、20B 安定するんじゃないかなって、計39から 20B 安定なんじゃないかなと思っているんですけども、こんなにハンターラッキーギフトとか、その他のね、上位ボスによる、いいね、アイテム。レベル21のボスの宝箱とかも結構いいんですよ。よいしょ。開けないんでね、今取ってあるんで。
はい。アザゼルのね、宝箱。はい。これだけで 5M ずつ入ってますからね。はい。レベル20、4M ずつ入ってますからね。素材もいっぱい入ってるし、リソースがいっぱい手に入るんで、はい。非常にありがたい。これはね、やっとですよ。やっといろいろ育成できそうだなと。まあ、資源はあれなんですけど、今度スピードアップもね、足らないんで、やっぱバランスが難しいですよね。ナツキングさん、5、6のドロップ率って違うんですかね？違うんじゃないですかね。なんか同じにする必要がなさそうかなって思うので、魔女5と魔女6では、魔女6の方が若干高い。とはいえ誤差みたいなね、そんな感じな気がしますけどね。フェニックス、めっちゃ買っても全然落とさないからな、ハンターラッキー箱。それを考えると、やっぱ5より6の方が若干上がるとか、まあでもね、0.5% が0.7% ですよみたいな、そんな話だったらね、なんか変わってないのと同じみたいなね、そんな可能性もあるので、内部レートはわからないですけれども。はい。まあただね、うちの同盟、普通の人たちは6だとやっぱ怪我しちゃうんでね、5で召喚してもらうっていうのがね、多い気がしますね。で、5ならね、私も倒せるんで、6だとね、ラムネとか必要になっちゃうんで、倒せないなって、攻めたくないなってなるんですけど、レベル5はね、いくらでも参加するんで。あ、見逃してた。サザモンさん、OK。おめでとうございます。ありがとうございます。源義経さん、こんばんは。王権装備作るのに素材コスト倍増しますが、強化のコストも倍増するのでしょうか？ああー、それどうなんだろう？教えてほしいな。私、王権装備、一個も持ってないんですけど、まず、そもそも、装備製造の素材倍増するんだ。それさえ知らなかった。兜が50、50、50。剣。100、100、100だ。高っ。高っ。え、なにこれつら。知らなかった。知らなかった。え、強化も倍増すんのかな？あ、これはぜひ有識者の方、コメントしていただけたらと思いますが、一応文明装備の強化は、どれだいこれか。強化石がね、300、金が 1.5M かかるみたいなね、そんな感じですけれども、これも倍増するようだとえぐいですね。何がえぐいって、この金色にすんのきつすぎ問題が出てくるよな。ああ、これ、そうだ。私、これ上級強化を急ぐあまりに、歩兵の HP 金出たのそのまま放置してるから、これ直さないと。いや、でもこれ直すよりな、他に優先するのもあんだよな。もう、こういうの難しいよな。いやー、どうなんだろう。これ強化高く、スタービルドとか高くなるのかな？ 100 分の 128?100 分の 128? で、違う。持ってないからわかんないんだよ、スタービルドも。ちょっと王権持ってないんでわからないので、ぜひね、持ってる方がいれば教えていただきたいなということで、これなんだっけ？ああ、はいはいはい。どうでもよさそうなやつだ。島永さん、そういえば消費還元の新しい35ミリの段には報酬が減るどころかスタミナもありませんでしたね。あ、そうなんですよ。私ね、先週の金曜日速攻ツイートしたんですけど、はい、斜め下の変更だなって思いましたということで、これですね。これまでは、20B までがね、条件でしたと。で、1月からね、還元のところを、改善しますという話があって、楽しみにしていたんですけども、まあ、大体まあ30、増え方的には33とかいきなり40はないでしょうみたいな話をね、先週の配信でもさせていただきました。
はい。で、スピードアップの還元はね、まあ、3333みたいな増え方をしていて、報酬がね、コピペでした。で、なんと、資源の消費還元は、条件がね、35B、20B から 35B ということで、まあ、15B 必要っていうね、形になって、まあまあ、ここは予想通りでした。報酬がコピペどころか、スタミナがなくなってるっていう、これさ、これえぐくて、もちろん文明の秘宝もいいアイテムですよ。文明の秘宝もいいアイテムですけど、今求めてるのみんな絶対スタミナだと思うんですよ。はい。だってオートラリーで参加するんだもん。オートラリーで参加して、スタミナがゴリゴリ枯渇してますと。スタミナがなくなってるから、自動参加するモンスターを絞ろうとかね、そういう話も聞いたり、スタミナをね、買ったりしてるのをよく聞いていて、ユーザーが求めてるのスタミナなんですよ。はい。スタミナを削ってきましたね。スタミナは金で解決しろと。スタミナが欲しいなら課金してねという、明確な明確な。これ、スピードアップの還元の時は、ね、新しい段は最後の段の全く同じリワードだったんですよ。コピペみたいなね、リワードだったんですよ。コピペじゃないですからね。上げてもないですからね。あの、ただ、条件がきつくなった分、ちょっとこれが増えてれば、ね、みんなが満足するところを、コピペどころかスタミナもなくなるっていう、これ、さすがにひどくねえかっていうのを、はい、先週の金曜日をもって速攻ツイートして、で、日曜日ぐらいかな、エボニーの大陸、C5 大陸のね、ところで、もうみんなで抗議文を送ろうみたいなのがね、これをカスタマーチケットにこれを送ってくれみたいな英語のやつをね、唱えてる人がいましたね。はい、はい、まあでもこのスタミナを削ったのはね、はい、足元を見てるというか、はい、まあ、まあやってくれてるなっていう感じがしますね。はい、スタミナが欲しいのに、いや、もちろんリソースも、スピードアップも素材もね、欲しいんですけど、はい。魂の結晶も、まあ、いざという時のために欲しいけど、もう、だいぶ揃ってるからな。はい。これがね、スタミナがあって、魂の結晶がなくなって、文明の秘宝になったらみんなすごく喜んだと思う。魂の結晶が必要なの BOB サーバーぐらいでしょ、だって。で、BOB サーバーでも、えー、生きてる限り、あのー停戦協定をね、バブルを解かなければ、もう常にバブルを維持していれば必要にならないので、これな、マジえぐいよな。わざとだよな。さあ、タモス。そこまで至れり尽くせりじゃないよ、運営心の声。あ、島流しさん、強化は王権とセフで借りません。あ、そうなんだ。よかった。ありがとうございます。猫も楽じゃない。吉田さん。ジンバブエからこんばんは。ジンバブエドルっていう、やばいドルだったような。初コメありがとうございます。さあ、タモさん、ベンジャミンや渋沢を連れてきなさい。運営心のおもらし。いや、もう本当に、そう、もうね、スタミナは、オートラリーカードとスタミナは課金で手に入れてねっていうね、ことですよね、これはね。非常に明確な運営のメッセージだったなというところで、まあ、えぐいなと。まあ、私はね、オートラリーしてないくて、まあ、手でやる範囲なので、で、まあ、手でやる範囲でも、まあ、スタミナゴリゴリ減ってきたなっていう感じなんですけども、まあまあまあ、制御ができるので、枯渇しない範囲で頑張ろうかなと思ってはいるんですけども、これなはい。まあ、がっかりでした。まあ、文明の秘宝がね、私、ちょうど今集めているタイミングだったので、この文明の秘宝をね、集められたらいいなと思いつつ、まあ、そもそも 35B が大変なので、はい。まあ、あーだこーだ言いましたけど、35B 関係してくるの、まだ先なので、私はね、実際実害がないかなというところなんで、この辺で押さえておこうかなと。はい。で、まあ、逆に言うと、
35B コンスタントにクリアできるのって多分 K40 クラスだと思うんですよね。K40 とかめっちゃ課金してるだとか。で、そういう方たちって文明の秘宝はもう課金とかで集めてていらないんじゃないかなみたいな。その意味でも、って感じなんですけども、まあ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 、いいや、やめよう。もう悲しいぜ。神さん、秘宝もそれありがたいけど、それなら一桁増やせと言いたい。いや、ほんとそうですよね。いや、そうなんですよ。あのー、一段20って、一列20って、4つ、35B も費やして、なんとか80、20、80ゲットできるみたいな、それじゃ足らんて。足らんて。はい。2250必要なんだもん、レベル5にするだけでも。レベル6はもっとでしょもう、なんだかなっていう感じでございますよと。はい。兄さん、皆さんのサーバーに不正行為の取り締まりメールが来ましたか？あ、来ましたね。来ましたね。私、すかさず、スマホから保存したけど、PC だと保存できてない気がする。ね、さっきなかったもんね。これですね。はい。これ、前も喋ったんですけど、不正行為取締りのお知らせって、なんか至極当然のことが書かれてるんですよ。まあそもそもね、エボニーの規約にこういうことすんなよって書かれて、RMT ダメだよとか、書かれているんですよ。で、で、わざわざ去年だったかなゲーム始めるなら、まずこれに規約に同意するのボタンを押してね、みたいな、なんか踏み絵みたいなのさせてきたじゃないですか、という当然のことを書いてるこのメールにブーを押せる強気の834人すごいですよね。あのーバンが怖くないのかな？オルトからやってんのかな？うん。あの運営、このブーをつけてる834人をあのこいつは意図が分かってないって言って、アカウント3日間バンすればいいんじゃないのかなっていつも思うんだけど、まあまあいいや。はい。まあ、いいねがね、珍しく 4.5K もついてますというところで、こちらね、ゲームバランスを維持し、より公平で健全なゲーム環境を構築し、君主のアカウントのセキュリティを保護するために、エボニーやプラグイン、スクリプト等の使用及びその他の不正行為を厳しく禁止し、違反した場合は厳罰に処し、具体的な措置は以下の通りですが、これに限定されるものではありませんということで、部隊の発見、自動レイド、偵察などの使用を制限すること、アカウントの禁止、違反が確認された場合、当該アカウントはゲームへのログインが宣言され、禁止期間は違反の度合いに応じて3日間、7日間、またはそれ以上となりますということで、だから、垂れ込みとかがあった時はね、一時的に一部の操作が制限されますと。で、さらに、その垂れ込みが真実だった場合、こいつ本当におかしいぞっていう対象になった時に、だからレベル1、レベル2なんですよね、これね、多分ね。で、レベルになったら3日間、7日間ね、ログインができなくなると。でも、これバンされて3日間したら帰ってきたみたいな話全然聞くんですよ。優しいですよね。規約にそもそも違反しているのに、3日間って、もうなんか最初からね、1週間とか封印したり、そもそもアカウント自体を使えなくする。他のゲームだとアカウント使えなくなるんですよ。ドラクエウォークとか結構厳しくて、アカウントがね、封印されて、もう使えなくなりましたと。本当のバンあったんですけど、エボに優しいんですよね。優しいんじゃなくて、課金者がこういう行為をしてるから、その課金者にいなくなってもらったらも困るんだろうなっていうね。だからこれ強気に見えて、あの、あの、足らなくないっていうね、私は読んだ時に思いました。はい、公平で公正なゲーム環境は皆様によって維持される必要があります。上記ないような違反行為を発見した場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。私たちは厳しく対処しますということで、はい、ということで、まあ、本当にね、違反している人はね、まあ、通報するのがいいのかなと思いつつ、なんというか、疑惑みたいなの、
確証を得るのが難しいじゃないですかと。そのね、魔女狩りみたいな話ですけど、やってないことの証明ってめちゃくちゃ難しいので、ね、これただ戦争してて、ただムカつくからっていう、イチャモンでの違反通報とかもたくさん来そうな気がして、これ、運営対応するの大変だろうな、みたいなのも思いつつ、うーん、まあ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 、これによってね、少しは、いろいろ改善されるといいなとは思いますね。まあ少なくともね、あのープラグイン、スクリプトはまあ、よろしくないよねっていう感じはしますかね。どのレベルなんだろう。プラグインはもう明らかにゲーム改造してるからな。はい。まあ、そう、厳しく禁止しだったら、もっと厳しくしていいんじゃないが、率直な感想でしたということで、はい、こんなのが来てましたね。よくね、X でも様々なサーバー上をね、見かけるので、はい、まあ、こういうのをね、ちゃんとね、運営が発信してくれたことはいいことですよね。はい。で、皆さん来てましたって言ってますね。はい。赤番してほしいです。赤番してほしいですよ。これ、なんで赤番しないんだろうな。金たくさん使ってくれてるから、優遇してるだけなんだよな。はい。まあ、そういう人たちがね、支えてる側面もあるから、まあ、こういうのって難しいなと思いつつ、はい。改善されてほしいなというところですかね。しょうがないさん、今更そんな当たり前のこと言うなっていう風なんじゃないですか。いや、そういう捉え方もできますけど、運営側はそれがわからないからな。相手にどう思われるかわからないのに、邪推されても困るから、ブーなんて怖くてつけられないけど、これをつけられる人たち、ハートが、ハートが強いのか、839に増えた、受ける。ハートに強いのか、なんか考えてないのか、よくわからないですけど。あの今更そんな当たり前なことを言うなだとしても、ブーをつけるのは、リスクがあるから嫌だなっていう。私がね、私会社の情報システム関連のね、仕事をね、したりとかするんですよ。お客さん向けだったりとか、社内のところのね、やつだったりだとかね、やってるんですけども、おしゃれさんに対してこういうことをやってくるブラックリストはね、まあ、ブラックリストに入れますよね、個人的な。対応が悪くなりますよね。はい。中の人目線で、この人はクレーマーだからまともに対処しない方がいいや、みたいな、時間が無駄だってなっちゃうけどなっていうのをね、見ててすごく思ってました。おもろい。知らないさん、うちのサーバーのチーターは2回バンされたら資源に出したりしてラリーワセジョンもついてますね。そうなんですね。2、二回バンされたっていうかさ、それも優しいよね。1回バンされて2回目はアウトでしょ。懲りてないってことじゃんっていう。うん、うん、うん。やっぱ弱いんじゃないかな。ホワイトローダーさん、ほんとそれなです。もう本当に、なんか読んだ気もする。カムイさん、私のとこはこれまでフルナップでしたけど、ナンバー3が3日間中番を3回食らったんで復帰しましたけど、サーバー全体に不穏な空気が漂い始めました。まあ、そうでしょうね。はい、この文章通りだとすると、その赤バンされるっていうのは違反が確認された場合なんですよね。だから、エボニー運営側で確たる証拠を見つけたからバンされてるんですよね。はい。赤バン3回食らったら、そりゃ、あの、出てけよっていう感じになる気はしますよね。はい。1回でもまあ、結構えぐいと思うのに。これ赤バンされると確か分かりやすいですよね。検索しても出てこないんで。あいつなんか最近動いてないな、みたいななった時に、検索するとね、このアカウントは
いませんみたいなね、確か出ますよね。だから赤番ってすぐわかるんですけど、そう。課金してるだけで十分強いはずなのに、わざわざチートを使う必要がなぜあるのかというか、まあ、それでね、金儲けをね、してる人たちもいるだろうから、まあ、あれなんだけれども、なかなか難しい問題ですが、はい、これって、エボニー内の、なんだろう、エボニー内でツールを動かしてる、私もね、前のサーバーで当たったやつが、ね、自動でタイルに出して、攻撃が来たら自動で逃げてっていうね、ツールを使ってる人がいたんですけれども、そういうのはね、わかりやすいですけど、座標を特定するようなね、やつとかって、やりようがなさそうな気がして、トラップ脇とかをね、出すとかしないと無理だから、全部が全部取り締まれる気がしないんだよなと思いつつ、まあ、とはいえね、はい、もうぜひ、運営さんにはね、厳選たる態度で、はい、しっかりさばいていただきたいなと思います。はい、まあ、そんぐらいにしときましょうか。まあ、この話題はね、必然的に荒れるんでね。はい。ちなみに、オールスターで当たった相手の、はい、別のチームの人を直前までバンされてましたね。はい。検索しても出てこなくて、なんでかなと思ったら、お、クラーケン来た。わーい。ガーキンが起きた。あざっす。1足りない。妖怪が出てる。よいしょ。サダモンさん、刑務所みたいにバンの回数でランク決まる集会とかありそう。ランクが決まる。いや、もう、そういう方たち、そうっすよ。終了すればいいんじゃないですかね。特定のサーバーにね。もう、そういう人たちで戦ってね、ハッキングコンテストをしていただいてクラーケンなり羨ましい。いやー、そう、こう非常に助かる。非常に助かる。さすが K43。これ、やばいっすよね。行軍のサイズが 6M あるんですよ。最大サイズもすごいし、34M ある。6M って私200%使ってもいかないけど。これはなさすがにぶっ壊れてるよなで、ナポレオンプライムね、当然覚醒してますよね。全部なんか、たくさん特性がついてますよ。はい。これね、この人何でも覚醒してんだよね。マジでやばいんだよな。島流しさん、裏サーバーが。いや、裏サーバーでね、みんなを収容してほしいですけどね。もっこさん、私3分の1しかない。いや、私ももう 2M ぐらいなんだよな。K43 ともなると、やっぱり、違いますね。あ、バブルしてる。さっきバブル消えてたけど。こんだけでかきゃまあ殴ってこないけどな、多分。よほど、相応、相応の損害を覚悟しなきゃいけないからな。ああ、そうか。今、ちょうどね、クラーケンが出てるんで、クラーケンのところ見に行きますか。ああ、なんか近くにいる。これ近くにいるから、これ召喚で出したやつか、もしかして。ってことはしばらく続くか。はい、クラーケンさんはね、さっき言った通り、ワールドシビライゼーションスーパーレアカードの、パックを落とすんですけど、こいつはね、軍事理論を落とさないんですよね。だからアザゼルがね、出してくれると助かるんですけれども、というところ。はい。で、その他にもね、もうこの金枝や戦績、あと重血の結晶、この辺がね、もうめちゃくちゃ重要なので、はい、そう、重血の結晶がね、そう、この動画見に来て、重血の結晶もね、たくさん取れるようになって、あと、ついでにアケメネスもまあまあ落ちるようになってね、すごくね、嬉しいです。はい、アケメネスね、もう全然いらないよと分解しまくってたけれども、もう今、ドラゴンの育成でアケメネスめちゃくちゃ食わすんで、
これもう気軽に食わせられてね、本当に、本当に素晴らしい。はい。はい。で、まあ、もう1ヶ月ぐらい前からずっと言ってるんですけども、ハンターラッキー箱が出てきてしまったせいで、ハンターラッキー箱、あと、召喚システムに変わってしまったせいで、もうエボに結構ゲームチェンジしていて、課金者が多い同盟に移籍しないと、結構、なんていうか、ワールド内でそれなりの強さになろうと思った時に、明確な障害になるので、そう、よほど気に食わない人がいるっていう場合以外は、やっぱね、上位同盟に行かないと厳しそうなね、感じがしています。私はね、無課金で、みんなに追いつくためにはもう絶対に、上位同盟行かなきゃダメだわっていうふうに思っていて、今回ね、移動してきたっていうのもあるので、はい。まあ、とはいえね、行きた、タイルに出せない同盟には行けなかったので、そう、ここに来たんですけども、はい。でかいラリーが入るようになってよかったな。これ、ついでなんだけど、ノーマルボス召喚できないんだ。なるほど。ノーマルボスってこれ召喚できないんですね。そう、もうこの辺ね、私知らないんで知らないんで、召喚できることもあんまりよくわかってなかったんですけど、この同盟に来て知りました。召喚できないんですね。まあ、そりゃそうか。召喚できたらもうアザゼルとか借りまくりだよな。やれるんだったら。なるほどね。さあ、タモさん、ようやくフェニックスは無傷。おめでとうございます。テポンを初討伐して喜んだ自分が小さく見える。いや、もうそれは、サーバーによって違いがあるんで、それはもうしょうがないです。なんかすごく遠くからラリー参加した人がいる。ココさんや。まあ、これはね、参加しとくだから。ヒドラエピックでした。やば。そう、これもね、配信中でも、ビッグラリーには参加しなきゃいけなくなってしまった。いや、ありがとうございます。和木さん、下永さん。ノーマルモンスター倒せない、召喚できないんですね。この特別なモンスターだけ召喚できるんですね。そんな違いがあったのか。アグロペがここにラインナップしてるってことは、いつも、気づいたら出てますけれども、今あれか。沈没の神殿か。はいはいはい。これは来てるんですね。なるほどね。でもアグロペもさすがに召喚できないよな、きっと。っていうか、この同盟、アグロペ結構倒してくれそうな気がする。今の状況。はい。で、クラーケンさんのね、討伐は重決の決勝が手に入りました。やったぜと。残念ながらスーパーレアカードは手に入りませんでした。まあいいでしょう。まあいいでしょう。これ、名声900がね、名声900とか、勲章エキスポ1万とかね、もうなんか、もうなんでもいいよね。普通に嬉しいけど。同盟ポイントとかもめっちゃ手に入るし。なんじゃこりゃ。アグロペも召喚できないです。そうですよね。アグロペは召喚できないですよね。アグロペはなんかもうシステム的に召喚できなそうな気がしたんで。じゃあ、やっぱこの、ケルベロス・ベイヤールの常時出ている特別モンスターと、シーズンモンスターの魔女、あとは曜日モンスター。この辺がね、出せるのかな。そう、スフィンクスとかもね、めっちゃ召喚してくれてたので。なるほどね。働きギフトをした。やった。わさわさん、こんじゃるはコメントありがとうございます。あれ、なんか今ね、話してて、これ、喋ろうと思ったことが今、パッと忘れてしまった。なんだっけな。さっきのね、流れてね、なんか喋ろうと思ったんだよな。なんだっけ、まあ、いっか。素敵な城になってる。はい、まあいいや。思い出した。思い出した。そう、上位同盟に来て、満足してるみたいなね、文脈で話をしてたんですけど、もう昨日から、ちょっとこれ
ここはマジかって思ったことがあって、同盟総動員ですね。はい、これ同盟総動員がですね、私ね、昨日から AC リセットしてくださいっていうのを何回も言って、かつ、もう、金以外は全部削除してくれというのをすごい言ってるんだけど、R4 以上があんまりリセットしてくれなくて、これね、同盟総動員がクリアできるかどうかって、R4 以上がかなり頻繁にクエストをね、更新してくれるかどうか、それにかかってるんですよ。1週間あるかもしれないけれども、みんな金のクエストを狙うので、ちゃんとやる人たちは金のクエストを狙うので、金のクエスト取り合いなんですよね。これ、同盟総動員、アライアンスコンペティションっていう競争みたいなの入ってるけど、これ、同盟内のクエスト取り合戦の競争ですからね。はい。私、金しか取らないけど、クエストの更新がしなかったら金出ようがないんですよね。これね、もう青と緑並んでるだけでもうこの画面を開くのが嫌になってくるから、もうなんかもうこの期間だけ R4 にしてくれないかってね、言いたくなるぐらい。そもそもね、ランクがエリートなのが物語っていて、この同盟、それなりの規模、課金者も多い、強い人も多い、それなりの規模なのに、ランクエリートっていうのは、もうみんなクエストやってないんですよ。でも、青か緑かなんて取りたくないから取らないんですよ。そう、この同盟総動員は弱い人への配慮とかじゃなくて、稼げる税にさっさと卒業してもらう、さっさと卒業させることが重要なので、そもそもクエスト取らない税は、こういうイベントに対してそんなに積極的じゃないので、はい、30人、64人いて今半分、まあ半分やってるからね、まだすごく、参加者は比較的ね、良い方かなと思いつつ、クリアしてるポイント低すぎるので、あの、これはね、取らなきゃいけない、余ってるから取ってるのか、理解してないかわからないけれども、多分同盟総動員っていうこのイベント自体の理解が全体的に低いんだなっていうのを思ってしまって、もうなんか長文メールでも流すかって思うぐらい、すげえ課題だなって思っちゃいました。今回はエリートなんで、なんというか、数人の方がしっかりやれば絶対に、レジェンドにはいけるので、まあいいんですけど、レジェンドからエピックに上がってほしいので、次、もうこの状況だったら、私このタイミングだけ R4 になりたいです。同盟総動員クソほど更新するんでって、はい、前もね、そう志願して、そのままずっと R4 になっちゃったのがあったんですけども、もう、同盟総動員、無課金にとって非常に重要な将軍を稼げる機会なので、はい、これね、マジでマジで頼むよってなってる。エリートはね、報酬しょぼいんで、3000、頑張って3500取ったところで、エピック歴史の名称の控え書なんで、そんなに頑張んなくていいけど、レジェンドからはちゃんとプレミアムだし、エピックに至っては将軍2つどころか3つもらえるので、はい、これはね、無課金がしっかり稼げる、素晴らしい機会なのでね、やってほしいんだよな、真面目に。真面目に。そう。もう R4 の人はね、もうログインしたら、同盟総動員、この期間はもう同盟総動員のこのクエストページを見て更新をかけるんですよ。金以外存在価値ないので、はい。余るからこの状況が出来上がっているので、っていうのを、同盟総動員のたびに、私、結構な頻度でこの話してる気がします。はい、もうなあ、まあ、もう今回エリートだからどうでもいいんだけど、どうでもいいけど、次これだったらまずいからな。はい。さあ、タモさん、私の同盟も全然リセットしてくれない。いや、そうなんですよ。多分この仕組みが、昔ね、私 AC のリセットを叫んだ時に、その強い人はいいかもしれないけれども、弱い人が、やつも残さなければいけないとかいうことをね、言われたことがあるんだけど、弱い人は、そもそもこういうイベントを避ける傾向にあるからやらないんですよ。で、今余ってる。
てか、必然的に金以外は余るから取れるんですよ。理屈になってないんだよな。そう。っていうね、ことがありました。で、もちろんね、さらに言うと、あのー例えば、紫のルーレットとか、こういう祭祀とか、簡単なやつはちゃんと残すから。そう。もう大規模攻撃とか、うちのサーバー、うちの同盟は不戦、戦わないを掲げてるから、大規模攻撃残しちゃいけないでしょ、こういうの。見たら削除しなさいよっていうね。いやーもうこの辺がな、この辺がな、この辺かな、同盟総動員はな、明確に理解の差が出るイベントなので、でも、前の同盟でいろいろ喋ってやっと改善したけれども、新しい同盟でも、もう2年半経ってるのにこれかっていうのでね、そう、上位同盟だけど、この状況にちょっとね、がっかりしましたっていうのを、そう、昨日思いました。マサルさんは R ようになりましょう。次回はなります。今回多分必ずね、レジェンドに上がると思うので、次回は、この期間だけ R ようにしてください。私がクエストをクリア、更新しますって言うと思います。私ね、あの、ラリーに参加しなければいけないので、頻繁にログインはするんでね。メロゴックさん、オッツジャルです。コメントありがとうございます。ノイノイさん、こんばんは。聞いた話は恐縮ですが、アグロペは誰かが鍵使って呼び出してから1時間召喚できるそうです。まだ試してなくて確認できてます。そうなんだ。なんかアグロペって最初の1時間は自分の同盟に出やすいみたいな、なんかあった気がするけれども、それとも関連してんのかな。あ、水曜の贈り物のスーパーがドロップします。ドロップ上限は1日に25個までです。で、このルール前あったっけ？へえ、1日25個までなんだ。知らなかった。はいはいはい。1時間以内、水曜の1時間以内に水曜アグロペがワールドマップに出現します。そういうことね。で、君主の周りに対象に出るけど、1時間以内がアグロペが出現するタイミングなので、この1時間はワンチャン召喚できそうですね。なるほどね。片様さんこんばんは。サーダモンさん、今ここで愚痴ったら更新していただきました。R4 が見ている可能性。おうおう。あのーもしね、必要でしたら、もう同盟総動員のね、どのクエストがおすすめかとかもね、全部喋りますんで。マサールさん、弱い人でも真珠とか取れますしね。そう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 、真珠エキスポでね、1万育てるみたいなやつって、同盟総動員を意識して貯めてれば、もうこの期間、それで金のクエストめっちゃやれるんですよ。はい。あとね、あのー私そう、同盟総動員で使うために祭祀貯めてるんですよ。貢ぎ物ね。もう、金のクエストで使ったんで、300あったのがまた減ってるんですけど、はい。そう、同盟総動員のクエストでね、最初80回するとか60回するとかいうのが出てくるんですけど、そういう時に貢ぎ物ね、バッと使うのがね、おすすめですね。マサハルさん、大規模攻撃、研究、自給自足なんか即削除しよう。そう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 。自給自足と研究と城は、計39ぐらいだったら、やれるようになるんですけど、大概の人きついんで、無理ですよね。で、大規模攻撃なんか持ってのほかですから、そう、これを残してる時点でまあ、今はね、今はそもそも R4 がね、更新してなかったんで、お、ヒドラ4をクワトロさんが出してくれてる。よいしょ。そう、昨日じゃない、今日か。今日の昼もね、R4 がオンラインでめっちゃチャットで喋ってるけど、全然更新してくれなくて、AC リセットお願いしますってリセットしたら、リセットも半分ずつ、その青とか緑とかも残しながらみたいな、もうそんなことはいいから、全部リセットかけてくれと
取らないやつを残すのは配慮じゃないんだっていうのを、まあ、何回かコメントしたけど、改善しなかったので、はい、また、明日ぐらいにも AC リセットお願いしますと、更新ありがとうだけ言おうかなって思ってます。さあ、タモさん、今週の王座で R5 にしてもらえるかもなので、更新しまくれるかも。ぜひぜひ。でもさ、月曜日の18時、17時までじゃないですか。もう、できれば金曜日ぐらいまでに終わらしちゃいたいですよね。なんか辛いじゃないですか、ずっとこれ見てんの。そう、可能ならね、早く終わらせたいから、もうさっさとね、月曜日から仕掛けたいんですよね。ヒカさん、コンチャルは、うちの同盟では同盟総動員の時だけアクティブプレイがあるように昇格します。あ、正しいシステムです。そうそうそう。それがね、みんな幸せですよね。別に、そう、まあ、そもそもね、このクエスト更新が辛いとか、あとボタン間違って違うの取っちゃうとかね、まあまあまあ苦痛のシステムなんですよ。そう、R4 の人がクソ大変で、見たくもなくなるっていうのもね、ある気はするので、まあ、理解はしてるんですけれどもね。そう。だったらそう、アクティブな人がね、変わってあげるっていうのが全然できるはずなので、そう、このゲームは R4 であることの報酬ないですからね。ただただ自治のために大変な。私ね、前やってた、ロード・オブ・ナイツっていうゲーム、そこのね、ギルドマスターとか、その補佐官みたいなのがね、設定できたんですよ。軍師とか補佐官とか、特別な機能が持てるんですけど、その特別な機能を持ってる人たち、特別なアイテムもらえましたからね。名手とか、あのー同盟の補佐官は、そのシーズン区切りとかで、その、名手としてのアイテムがもらえるみたいなね、のがあって、だから、まあ、その分に見合うぐらいは頑張るかっていう、その報酬がね、もらえるからにはあったんですけど、このゲーム、名手になっても、あの、大変なことさえあれどリターンはないみたいな感じが、もちろんね、なんかそれによって他の同盟と仲良くなるみたいな、そういう交流がしたい方はいいのかもしれないけれども、R4 以上基本的に報われないゲームで、それにもかかわらずね、やってくれてる R4 の皆さん、R4 以上の皆さんはね、ありがとうとは思ってるんですけども、このゲーム報酬ないのえぐいよな。それなのに自治任せてるからな、この運営って。はい。前のね、ゲームはね、いわゆる、このゲームでいう R4 以上の人たちには、たまに特別なね、アイテムが配られたりとかして、なんか素敵な運営だったんですよ。はい。日本限定だったんで潰れちゃいましたけど。もうなんか、そういうとこ、な、もうちょっと優しくしてほしいよな。モッカさん、ウーロペの数が減った気がします。あ、そうなんだ。私、最近あんまりやってなかったから、てか、日本の夜中に立ち上がってたり、真っ昼間に、解放されたりとかしてて、結構機会がなかったんですけども、まあ、この同盟だったら、まあ、きっと、殴ってくれるだろうから気づけんのかな。減ってんのかな。ウーロペ美味しいから減るの残念ですね。さあ、タモンさん、私も最初は1800キープしてます。1800はでも多いと思います。すご。やばすぎ。アニーさん、同盟騒動、私は好きです。ああ、いや、同盟総動員はいいイベントだと思いますよ。なんか育てる、ね、いいタイミングになりますしね。真珠のエキスポとか。なんか、緑だけなくなった。緑だけなくすんじゃない。もういらないから、素材生産とかも地雷クエストですね。こういうね、まず時間がかかるクエストはダメです。はい。あとね、私ぐらい生産力があると、これね、あのー時給が 4.3M とか、それぐらいあると、寝る前の収容所と、起きた時の収容所で、金の収容所のクエストクリアできるし、王城全体で 120M 稼ぐみたいなやつも、起きた時にはクリアできるんで、おすすめです。はい。だから、資源の生産力をね、上げてるとクリアできるものが増えたりとかね。
するんで、非常におすすめです。最新ルーン消費。そうそうそう。私、そう、この期間にルーンで育てるんですよね。はい。ルーンで育てるでしょう。あと、真珠の成長もこの期間にやるでしょう。ペガサス、特にペガサスだけ私、上げてないの。これ、同盟総動員が理由ですからね。刻印の観点では絶対にレベル10にした方がいいのに、レベル10にしちゃうと、その後、品質を上げなきゃいけなくて、それが嫌だから、ペガサスだけ、刻印を解放してないっていうね。そうまでして同盟総動員のためにね、残していくっていうね、プレイングしてますね。はい。いやー、そう、同盟総動員はね、しっかり準備するとね、美味しくチャリンチャリンできる素敵なイベントなんですよね。エピック。エピックはマジで美味しいんで、もう皆さんね、ぜひ頑張っていただきたい。サダモさん、私は240のみ受領してるので辛いです。いや、そう。いや、もうそうなんですよ。で、240全然出ないじゃないですか。一応ね、ランクのがエピックになると、そもそも配布される金のクエストの種類が増えるので、金率がちょっと上がるんですけども、でもそれでもやっぱね、出づらいし、ガチ勢はみんなで240取り合いなので、はい、そこの競争するゲームなので、大変なんですよね。で、かといってね、めんどくさいやつ取りたくないし、ね、建設とか昨日王の対決建設でしたけど、建設の金のクエスト取らなかったですからね。はい。プランが崩れる建設したくないし、みたいな。白長さん、私の同盟も100人いるのに参加している人が10人しかいません。そう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 。前の同盟もそうでした。半分も参加してなかった感じがしていて、この同盟はその意味で、2日目にしてすでに半分参加してるのは、まだ、いい方かなって思っています。これはね、まあ、日本人がせせこましいのかもしれないなっていうの、海外の人は、金で解決してこういうクエストかめんどくさいなやつはやりたくないっていうのもね、見かけたりとかしたので、はい。いや、まあ別にそれでね、課金して、エボニーがね、助かるんで、それはいいとは思うんですけれども、それとこれとは別なんだよなっていう。みんなの報酬に関わるから、あなた強いから簡単なやつ買ってよってよ。ジェム購入のやつとかぜひ積極的にオナシャスって感じなんですけどね。あ、秀幸さんすいません。遅くなりました。JAL さんこんばんは。デバフについてアドバイスをお願いします。ウィキで調べたら属州都市市長全員にアケメネス防具を装備してデバフを高めるとなっています。市長の一人に指輪を装備し、蛮族をプレイしてレポートを確認したところ、デバフ値が反映してませんでした。なぜでしょうか。まずですね、蛮族を殴るときに、属州都市はついていかないです。はい。属州都市を連れてくときだけ、デバフが有効になるので、理由はね、それですね。はい。属州都市って、あのー連れてけないんですよ。属州都市を殴るときも連れてけないですし、蛮族も、属州都市を連れてけないので、その市長のデバフがね、効かないっていうのは、それが、原因だと思いますと。はい。で、そう、ウィキさんのやつね、私も、参考に、はるか昔にさせていただいて、まあ、それがあってね、PVP は計33からだと、アケメネス装備を揃えてから PVP をしたんですけども、はい、これもう、上げちゃってるか分かりづらいや。上げちゃってるか分かりづらいや。いました。はい、アケメネス装備ですね。はい。アケメネス装備が必ず1個以上のデバフがついていますということで、はい、これがね、全員の市長につけることで、それぞれ工場兵器の攻撃力、マイナス30%とかがね、もうあちこちで、つくんですよね。敵の工場兵器の攻撃力、マイナス35%。はい。これが全市長分反映されるし、セットボーナスで敵兵の攻撃力がマイナス15%。はい。この辺もね、めちゃくちゃ効いてきますと。で、さらに言うと、アケメネスじゃ足らないので、アケメネスをね、グレードアップして、パルティアアーマーに変えて、
パルティア系のシリーズにして、そうするとね、敵兵全体はマイナス18%だし、さっきね、35% だったデバフもマイナス42%に上がってるということで、私もまだね、道半ばなんですけれども、すべての、属州都市の市長の装備は、アケメネスからパルティアにね、グレードアップしようかなと思っています。そのようにしようとしていますということで、書いてる内容は間違ってないんですけど、残念ながらそう、蛮族を殴るときには属州都市を連れていけないからが原因ですかね。はい。蛮族。蛮族あるかな。停戦協定。停戦協定。あ、外れますかってなっちゃうから、行軍選ぶとこまでいかないかな。あ、そもそも私本日のチャンス使い切ってるから見せらんないや。すいません。ダメでした。ダメでしただけど、まあ、はい、試していただくとわかると思うんですけど、まずそもそもね、属州都市を選択ができないはずです。選択ができないので、できないと。あ、ガーキン倒してくれるから、私、出しとこう。なんか、空振りしてスタミナ増えてるじゃないか。ちょっと待って。待って。そう、地獄、怪我するから、もう途中から自分で殴らないんで、はい。倒してくれるなら助かるから、召喚して援軍放置しとこう。はい。で、回答してくれてましたね、サダモンさん。蛮族は属州土地出てからないからじゃないですか。そう、それ。サダモンさん、名声ランキングでごぼう抜きしようと必死に貯めてます。急に急に驚かせようとしてですね。いいですね。ホワイトロードさん、私も同盟総動員ガチです。いや、でも同盟総動員はもうお得なんで、効率よく育てられるし、もうリワードも美味しいしで、ね、いいと思います。でも、金のクエスト出ないくったり、先に取られたりとかして、ちょっと大変なんで、ストレスもたまる、なんか、あれなイベントだと思います。小山さん、市長の装備アクメンスからパリティアにアップグレードしたいんですが、製造が足らなくなりました。そう、足らないんですよ。あのー、あいつがね、おっさんの顔のやつがね、こっちじゃない、こっちだ。おっさんの顔のやつが、これね、製造達人認定証こいつね、パルティア装備の場合、1個あたり50個で6個の部位で300必要なんですけども、そう、私ね、今回、まあ1個、1セットあげたんですけれども、またね、300足らなくなっちゃったんで、お預けですね。はい。まあ、毎週のね、バイキングをしっかりやるあとは、優しくなったね、この、軍隊の招集。まあ、軍隊の招集はね、前から50までのクリアってそんな難しくなかったんで、ここでね、製造達人認定証がちゃんともらえるので、皆さん、ね、軍隊の招集頑張りましょう。っていうので、そう、私もね、パルティア上げられてないのが、市長どんだっけパルティア、1、2、3、4、あと4人。あと4人、アケメネスのまんま。なのでね、こいつらをね、頑張ってあげないといけないですね。まだまだデバフは伸びしろですね。ミロさん、こんばんは。ペガサス同じですね。ペガサスそうなりますよね。いや、もうペガサス、もう本当はね、ここにしたいんですけど、まあ、ペガサスの品質を上げりゃいいじゃんっていうのもあるんですけども、品質もね、私は、真の超お得な育成を待ってるんですよ。もう今回も来なかった。今回もドラゴンだけでした。いつ真珠を育てた時ももらえるようになるんだいいつ重血の結晶がここで交換できるようになるんだい今回のタイミングだったでしょうよっていうね、来なかったんですけど、はい。超お得な育成でね、この品質を上げるときに使うアイテムの消費数なんかも、その時確かカウントされていたような気もして、あと、重血の結晶のね、消費数もカウントされていたような気がしてっていうので、ちょっとね、控えてるんですよね。まあ、控えてるんですよねっていうか、今回来なくてがっかりして、いくつかをあげたんですけど、はい。
行軍速度が上がるね、この辺とかね、ちょっと上げたり、生産力が上がる、こいつをちょっと上げて、少し消費したんですけれども、そう、温存しながら、はい。本来ね、こういう育てるやつって、すぐやった方がいいんですけど、これに関しては、ちょっと温存上を。で、ペガって、そう、ペガサスは、同盟総動員のために、こいつはレベルが低いままです。マサルさん、最近は240マストを諦めて5200を目指すに変えました。ランク報酬に影響があんまりないので。あ、なるほどね。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ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 。これですね。え240、240を、全部、もともと20回プラス5回だっけな。これね、メモがどっかにあるんですけど、そう、組み合わせがあるんですよね。で、すべてを240にしなくても、200をね、何回か取るのでも、いけるんですよね。どっかに、あったあったあった。そう、全部で、5回ね、プラスで受注できるので、5200をの目指し方としては、240を5個と200を20個。もしくは240を10個と200を14個。はい。あとは、さっきのはね、4回の追加受注でいいやつ。で、3回の追加受注の場合は、240を15個で、200を8個。で、受注を2回で抑えたいときは、240を20個で、200を2回。こんな感じの組み合わせで、そう、必ず5200を達成するには、2回以上の追加受注が必要なんですけども、そう、5回でいいよってなると、急に楽になって、200の術量でもね、全然 OK になるので、まあでも、どんどん高くなるじゃないですか、追加受注の金額。だから私は、基本的にはプラ2で抑えるようにいつもやってました。プラ2かプラ3かな。追加受注少なくやろうとしていましたが、そう、別になんかそこまでね、ガチムチにやらなくてもね、はい、いけるんですよね。サタモンさん、ジェム使わないで報酬取るには240しか取れないのが、はい、いや、ジェムはね、絶対使うんですよ、確か。5200を達成するためには、追加受注が絶対に2回は必要だったはず。秀樹さん、わかりやすい解説していただきありがとうございます。これで安心してアケメネス制作できます。サダモンさんもありがとうございます。いや、もうアケメネス装備は、効果絶大なので、ぜひ、ぜひ、はい、作ってください。私、私まさに使ってるんで私作ってます。うん、開ける場所が違った。ここね。はい。見ていただいた通り、がっつりアケメネスですし、がっつりデバフが効いているので、これかな。この前の BOC ってね、相手が K40 が多かった。で、背部を形成しててね、私、行軍出しちゃってたんで、狙われてたんだけど、テレポートができなくて、援軍お願いしますって言ったんだけども、それも間に合わなくてっていうので、結局ね、ソロヒット受けた時の、ログなんですが、なんとかね、跳ね返せてますねということで、私の損失 235.6M、相手は、まあ、合計 610M ぐらいかなということで、まあ、ポジティブですと。で、これを見ていただくとわかるんですけれども、相手はね、弓のラリーをしてきています。攻撃力ね、1934%あるんですけども、弓のデバフで967かかってるし、その他もね、500ずつぐらいとかでデバフかかってるので、損害を抑えられてますね、ということで。はい、デバフめちゃくちゃ重要なんで、はい。で、デバフがしっかりしていれば、相手5人ぐらいのラリーでしたけれども、耐えることもできましたので、はい。ぜひね、ぜひしっかり作っていただけるといいのかなというところですね。はい。騎兵をね、ちゃんとゴーストしてあったので、
違う。騎兵ゴーストじゃなくて、騎兵殴りに行ってたからいねえんだ。そう、騎兵を行軍出していたので、騎兵がね、殺されるということもなく、まあ、殴ったやつ死んでるんで、結局マイナスなんですけれども、はい。はい、この後ね、レイヤー分だけ回復していたんですけども、もう二度と殴られることがなかったですね。マカロンさん、コンジャルはコメントありがとうございます。アニーさん、製造立ち認定証重要ですよね。それを意識せず、バンバン上げてたら突然足らなくなりました。そう、あれ、ゲットできるペースが限られているので、結構ね、なんだろう、大事に使っていかないといけないので。わーい、魔女、バイキング。あ、これ、私のやつだ。ほい、さ。はい、なんか流れでずっと雑談したら気づいたら1時間40分も経ってる。やべえ。まあでもね、必要なところは話ができたよな。カードパックの話しました。ハンターラッキー箱の話ができました。で、うちの同盟のね、状態が変わって、K43 が来て、急に高レベルモンスターが倒せるようになりました。はかどるぜっていうところ。で、今週のビッグイベントとして、激特イベントの、はい、楽しみにしていた消費還元イベント、そうじゃねえっていう感じでしたということで、はい、ジェムはね、まあ、そもそも関係ないんですけど、8名の奥に 12.5M ができましたというところと、この資源系はね、20B の次に 35B が出来上がりましたと。はい。ただ、なぜかスタミナが、なぜかなのか、はい、スタミナがなくなってましたというところで、はい、はい、まあなんか一部の方たちは、抗議をされているようです。はい、一応ね、私は今は無関係ですけど、K39 上げるときはね、35B 達成、ね、しようと思ってるんですよ。はい。着工するだけで 26B とか持ってかれるんで、35B までクリアしないともったいないなと思っていて、はい。これ着工するときにはね、35B 達成するんですけど、はい。この着工するときには、運営が心変わりしてくれてるといいなって思ってます。ないと思うけど。はい。ということで、そう、K39 のね、着工の準備として予定していた凱旋門レベル1は建設完了していて、今、城壁もね、建設中ですという感じですね。はい。ただね、スピードアップの消費が、厳しいので、まあ、時間をかけてね、クリアさせようかなと思っています。別にこれで困ることないと思うので。はい。そんな感じですかね。そう、ちょうどいいので、はい、たくさん、ご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価お願いします。はい。じゃあ、今週のイベント関連のところの話をしていきましょうかねというところで、今週はね、ヘカテのゲストがね、来ましたねということで、まあ、1ヶ月に1回来る、はい、ヘカテのゲストがまた来ましたということで、今回は私、結構調子が良くて、800組の一番最初にいるので15位ですね。まあ大体ね、1日目に、1日目かつ、リセット後、早めにね、しっかりプレイすると、大体、同じ点数の上位に行けるので、はい、今回もランキングリワードがもらえそうだなっていうところですかね。前回は何位だったっけな。前回多分ね、ギリギリだったんだよね。多分40位前後だった気がします。まあ、今回もしかしたら30位以内に入れるかなっていう感じですかね。はい。まあ、リワード自体がね、多いわけではないけれども、なんか、ローせずにゲットできるので、はい、ゲット取得だなということで、はい、皆さんもね、ヘカテのゲストをクリアできるよっていう方は、初日、早めにトライして、高得点出すと、はい、ランキング上位に行きますので、はい、ランキングリアード引っかかりやすくなるのでおすすめでございます。ということで、はい、今回はね、2回だけプレイをして、1259溜まったので、ここで終了です。ということで、15個。マリア・テレジャ交換して終わりかな。
余り、59。59。なんか微妙な余り方だ。微妙な余り方だ。欲しいもの。欲しいもの。放送の巻に敷いちゃおう。はい。旧交換できないので、はい。今週のね、ヘカテはこれで終了ですかね。はい。あとは、ヘカテと一緒にね、来るこの、ヘカテの式典。はい。これもね、結構、頻繁に、定期的にね、ちゃんと来てくれているので、これのね、よいしょ。ヘカテの、引換書が出る確率0.4%、0.5% か。0.5% ですということで、私もね、これ1個ゲットできてますと。これ毎日、毎回ね、イベント来た時、1ヶ月に1回、6回引くチャレンジができるので、はい、続けてればね、引ける可能性があるので、ぜひ皆さん、忘れずに引きましょうねということで、忘れないうちに5回引けるから引いちゃおう。将軍エキスパーアイテムからなくしてくれ。続集投資であげるよ。はい。全然ね、いいアイテム出てこないんですけれども、ただでもらえるんでね、もらいましたと。で、この、冥界のコレクションからね、セカンドチャンスで交換もできますということで、はい。皆さん好きなの交換するといいと思いますというところで、こっちはいいとして、あと同様にね、デルフォンの新宅が今回来てまして、これ今回からかな、クネビアが出るようになりましたね。前までは違う属州都市の担当官だったんですよ、確か。どれだっけな。これさ、これさ、交換したんだけど、エカテリーナ2世さんマジいいですよね。すごい思い切った格好してるよね。でもこの人何気に、この重要なアイテムいっぱい持ってんだ。この人のデザインマジすごいなっていつも思う。笑っちゃう、この人見ると。担当官。クネビアさんの、クネビアさんの1個前の担当官いなかったっけな。貯蔵庫担当官。いや、クネビアさんだけか。担当官って、種類があるじゃないですか。防御が上がるみたいな。でも最近デバフをね、つくようにもなって、第2世代でデバフがつくようになって、第3世代でさらに、行軍パラメーターも上がる。これ第2世代だから、クネビアが第2世代初だな、多分。貯蔵庫担当官他にいなかったよな。馬小屋。研究。こいつは王城。集結。訓練所。訓練所。訓練所組分かりやすいね。そう、訓練所のね、担当官、無料シリーズ。無料シリーズ。訓練所の無料誰やっけ？そう、つけてるよな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 。アブド・アッラーマンだ。アブド・アッラーマンでした。アブド・アッラーマン。アブド・アッラーマンっていうことはアラビアですね。担当官。そう、第一世代のやつはね、歩兵の訓練速度が上がる、駐屯歩兵の防御と HP が上がるっていう第一世代の担当官がいて、第二世代で、訓練所の担当官務めると、歩兵の攻撃、防御と HP が上がるっていうのは、これがね、第2世代のやつで、第3世代になってくると、敵の射撃兵と工場兵器の防御力、HP が 10% ダウンするっていうデバフが入るようになって、みたいな感じで、第4世代まであった気がする。そう、どんどんね、変わっていってるんですけれども、クネビアさんはね、その中でも、
強いやつなので、デバフ付きなので、めちゃくちゃ欲しいですよね。で、こいつらも、ワンチャンで取れるようにしてくれてるの優しいなっていう。あ、こんなもんか。マウリッツ。そうだね。はい。ということで、でも、クネビューさん、そもそも貯蔵庫は雑魚担当官が存在しなかったので、単純に、これさ、ケーキだったよね。確かね、ケーキ担当官だったと思うんですけれども、このケーキ担当官が、今回ね、デルフォイの信託の対象になってるの、すごくね、優しいなって感じがしますね。島流しさん、正三角形。あ、それ何のやつだったの？ケネビアは貯蔵庫担当官。あ、ね、そうですよね。ありがとうございます。そうそう。サラダモンさん、巨人の知恵って緑の1個あると最後にまで終わらないのはですか？パターンとかありますか？運です。最後まで終わらないと終わらないのは一応運ですね。たまたま私早く当てたこともあるので。えっと、なんだろう、青をわざと残した方が実は引けるんじゃないとかね、もう全部、ジンクスなんですけども、運だと思います。河合さん、お茶です。風呂で寝落ちして出遅れました。危ない。お疲れ、お疲れ様です。無事起きてよかったです。え下流さん、珍しくデルフォイで当たったので、クネビアとヘラクレイオスで迷ったんですが、クネビアにしました。おー、あ、これあれか。当たるやつって、デルフォイ名称次戦宝箱なんだ。あ、クネビアって言ってるけど、いや、言えないからよくない？クネビアで。グネビア、グネビアとヘラクレイオス。ヘラクレイオス、オノノイモコ。え選べるやつか。さらに偉いじゃん。グネビアさんは貯蔵庫だよね。貯蔵庫。で、駐屯射撃兵が上がって、敵の射撃兵と工場兵器の防御 HP がダウンしたら、マジ最高だな、これ。グネビアさんいいと思います。ヘラクレイオス。と、小野の今子、ヘラクレイオス。ヘラクレイオス、大使館担当官を務める場合、工場兵器の防御力が35%アップし、敵の兵士の防御力が15%アップし。強いっちゃ強い。強いけど、強いけど、工場兵器特化で落としたいな。クネビアさんに多分私するな。小野の妹子は小野の妹子日本に決まってた。火事場の担当官を務めている場合、装備の製造速度がアップし、いらない。歩兵の HP が15%アップし、敵の歩兵と系の防御力が10、12、22%ダウンします。なるほどね。自分の城の雰囲気もよりますけど、敵兵士防御力が15%ダウンするよりも、射撃と工場兵器の防御 HP が15%ダウンする方が、私の城はこれが欲しいから、私もクネビエ選びそうですね。デバフが欲しいな。へえ、選べるんだ。選べる幸せ。最高じゃん。はい、ということで、デルフォイの信託は、運が良ければね、なんか、バイキング倒してくれたっぽい。運が良ければ、普通にゲットできる、優しいイベントなので、ぜひね、毎日限界まで回収して、はい、チャレンジしていただくとね、いいのかなと思います。ということで、召喚しとくなんで召喚しよう。素晴らしい。実践宝箱なのか、優しいな。優しいですね。キャメロット女王。いやー、島永さんおめでとうございます。おのいも欲しい。他持ってるんだ。片様さんすごい。サータモンさん、女性を貯蔵庫に押し込めて。僕は見てません。なんかやばいこと言ってる。はい、ということで、グネビアチャレンジしようかなと思います。10回ウィッシング。イェーイ。まあ、当然当たらないよね、ということで。
はい。まだね、今日入れて7日間、1週間続きますということで、毎日ね、モンスター討伐から20、資源採集から10個ゲットできますと。まあ、サーバー戦争期間中はね、さすがに厳しいかなと思うんですけれども、まあ、それもね、土曜日の24時間だけかな。はい。金曜日はね、事前にやっていけるし、日曜日から月曜日にかけてはね、リセット前までに資源採集する時間があるので、えっと、速攻でね、クリアするようにして、まあ、土曜日のね、10個だけ集められないですけれども、結構ね、引く回数は、稼げると思うので、ぜひね、ネビゲットを狙いましょうということで、今ね、コメントくださったように、島流さん当たってますんで。いや、結構ね、ワンチャンあるんで、確率どっか書いてなかった？こっちか。はい。デルフォイの信託イベント0.4%。だいたいね、この辺の、レアなやつ0.4%とか0.5%なんですよ。はい。で、一応出るので、はい。ぜひね、あの、毎日たくさん引きましょう。亀さん、新しい担当官の赤星は至難の技なので、割り切って集めやすいノーマル担当官の覚醒キャンペーン実施中です。あー、なるほど。訓練所とかのね、集めやすいやつはそれでいいかなと思います。私も、そっちはもう普通に覚醒させて、貯蔵庫とかのやつは、まあ、そもそも、ゲットしやすいやつも特にないので、引いたやつが、運命の出会いとして、もうそいつと心中するかなっていう感じがしますかね。アニーさん、チャールズは逃さない。しかし苦渋は、もうそこはもう、仕方ない。いや、苦渋が悪くても、ずっと弾いてればいつかいいことは。はい、戦争の女神の祝福がね、また来てますということで、毎日ね、取り忘れがないようにと。まあ、これはね、赤いポチがつくので、忘れないかなと思います。はい、今週のね、金曜日からまた、装備強化の、還元イベントがね、来るので、しっかり、引いておきましょうという感じで、途中でね、交換しましたけれども、はい、錬金術ショップがね、また久しぶりに来ましたねということで、引き換えストア、はい、この肖像系のやつがね、手に入りますということで、なんかロミジュリがいますね。はい、ロミジュリとか、紺碧の都みたいなのがね、もらえるような感じなんですけれども、はい、私ね、モードレットとかズックが欲しいなと思いつつ、基本的に、もう4万とか絶対無理なんで、はい。それどころか一番欲しいのはこのダブル属性エンブレムなんですけども、これも絶対無理なので、適当にね、交換と言いつつ、はい、皆さん大好き、ラムネがゲットできます。はい、特に、ヘカテのランキング狙ってるぜ、ラムネ必要になってくると思いますので、ラムネね、交換しておくのをおすすめですと。はい。まあ、そもそもヘカテのね、途中のモンスターでもね、私ラムネが必要なので、まあ、それもあってね、そんなのにラムネ使いたくねえぜっていうところで、騎兵をね、今クローズアップして育てようとしています。はい、それ以外のところの交換は、まあ、皆さんお好きなのを交換すればいいのかなというところですかね。私は今はこの、宝蔵の負けの宝箱をね、集めているので、これをね、交換しようかなって思っています。そう、宝蔵の負けの宝箱をゲットできる機会って結構限られているので、珍しい機会。本当はね、先日の負け物も交換したいんだけれども、こっちの方がレアかなって思っているところでございます。ということで、はい、この錬金術ショップはね、このイベントと同じく7日間また続きますのでやっていきましょうというところ。はい、同盟総動員。はい、同盟総動員ね、この左側の列変わってないんですよ、これ。これね、はい、更新してないです。はい、AC リセットお願いしますってコメントしとこう。もう、アトライドさんとか R4 の方たち、頼むよ。頼むよ。この同盟みんなバーブ大好きなんだよな。私、バーブしてるとラリーが減るから、あんまり自分のリソース回収のためにやるけど、はい、お願いします。コメントしとこう。はい。えーっと、
はい、同盟総動員はね、R4 以上がどれだけリセットしてくれるかが重要なゲームですので、はい、本当に R4 以上が動いてくれないなと思ったら自分がR4 になった方が早いです。で、あとは、ランキングですかね。同盟総動員って、エピック目指す試合だと思いますと。でも、エピック目指すためには、同盟のメンバーがね、みんなが頑張ってくれる必要があるんですけども、この辺の流れを見て、あ、みんなやってくれてないなってなったら、呼びかけるか、ダメなら別の同盟にいた方が手っ取り早かったりします。はい。というところで、はい。つよつよボスとか、課金召喚とか、ね、いろんな要素で、同盟の移動を検討する時期かなって思ってます。はい。で、ビショップカーニバルがね、来ましたね。はい。このおっさんが喜んでる顔出てきました。はい。このイベント、一番最後の、アイテムがめちゃくちゃいいイベントなので、皆さんね、ぜひ頑張りましょうということで、まあ、今回、私まだ交換してないけど、おそらくね、うちの同盟は気合い入れていけば2位が目指せると思うので、頑張っていきたいところですね。はい。交換対象でね、マーリンとかフリックが手に入るイベントになってます。私ね、フリック持ってないからフリック交換しようかなってちょっと思っていて、8000頑張れば貯まる気がするんだけど、でもね、スタートダッシュ頑張れなかったからな、次回はね、しっかり頑張りたいなと思っています。ワンチャンね、今回狙えるなら、フリック交換したいなとちょっと思ってます。フリックね、制約の条件に、あれがあるでしょう。足の速さがあるやつ。はい。行軍速度今ね、ちょっと上げたいなと思ってるので、8000、確か頑張ればね、いける範囲だと思いますので、頑張っていきたい。あと6日間、まあ、6日間、今日入れて7日間あるので、はい、美食カーニバル皆さん頑張っていきましょう。で、途中も話が出た巨人の知恵の神殿ですかね。はい。これはもう緑、運です。運です、運です。最後になることも、最後までね、出てこないっていうのもありますけど、めっちゃマッハで2個揃う時もあるので、もう、運です。はい。まあ、気長にやるしかない。気長にやるしかないと思います。計37。やったね。すげえ倒してくれるじゃん。ミラさん、ヘカで当たりました。おめでとうございますと思ったら農場オルトか、残念。河合さん、高評価ありがとうございます。月見さん、ジャル先生、さっき同説90に、91にいたんですが、新記録。え、そうなんだ。そう、80後半だなと思ったんですけど、91新記録ですね。素晴らしい。やった。ありがとうございます。そう、海外圏の方もなんか見てくださってるみたいなんで嬉しいですね。めっちゃ日本語だけどな。めっちゃ日本語だけど、クラックありがとうございます。コクさん、錬金術で交換できるジュリエットの肖像と文明の夜明けの499で受けられる宝蔵40でもらえるフレーム揃えると、セーラームーン身がマシマシなので、世代的に抗えず課金しました。そうなんだ。そうなんだ。ちょっと待って。こっちから見るのが一番いいか。ジュリエットコレクションかな。確かに確かにセーラームーン館。文明の夜明けの499。文明の夜明け。よいしょよいしょ。499ってどれだろう。真ん中の列だ。真ん中の列になんかあるんだ。違う。これじゃない。これか。スイートラバー。わかる。いや、私もね、妹がいたんでね、セーラームーンはね、多少履修してるんですよ、ということで、セーラームーン、なんかステッキかなんかこんな、ハートで跳ねついてるやつあった気がすんな。セーラームーン味がウケる。その発想はなかった。いいですね。セーラームーン、あれね、作者が、富樫先生の奥様ですね。いいですね。
月見さん、そのフレーム私も欲しいと思ってます。そうなん、この列、なんか、まともにあんま見たことなかった。なるほどね。こういうのがあるんだ。月に変わってお仕置き。おー、月見さん、月に変わってお仕置きですね。ロマンティックな花の夢みたいなので、ロマンティックあげるようはブルマな気がする。ああ、ついでに、文明の夜明けですね。文明の夜明けはね、これ大使がきついんですよ。大使の女神像で兵士の魂を8万人創生させる、離脱兵を10万人読み戻すっていうね、やつが必要なんですけども、これはなんかね、事前に準備とかをしてたりとかしないと、わざとね、殺さなきゃいけないんで、ちょっと大変で、めんどくさくて、私ね、最近やらなくなってますね。まあ、これが大変なんですけど、それよりも最もね、一番大変なのが、闇市200個買うっていうね、すんごい鬼畜なクエストがあるんです。はい。これがクリアできないから、もうこれもやる必要ないやって言ってね、最近やってないっていうのがね、どちらかというとそっちが正しいですね。はい。ただ、K35 よりも前、K34 以下であれば、比較的これ達成しやすいので、で、この辺のやつもね、T1 とかをなんか適当に、突っ込ませて、戦士とかさせてあげればいいだけなので、比較的ね、T34 以下であればクリアしやすいイベントではありますので、このね、奥の宝箱とかを狙ってる方はね、狙ってみるのもいいかなと思います。あ、ナルセスとか手に入るんだ。サックス。ちょっと待てよ。待てよ。いつの間にかセーラームーンが盛り上がってた。カフミンさん、水色スパチャありがとうございます。セーラームーン万歳。万歳なの月見さん、うちにはリアルムーンさんおられます。そういえばムーンさんおられましたね。しかもムーンさんのアイコン、黒猫いた気がする。サダモンさん、セーラームーンスティック。いや、そう、スティック感ありますよね。さん、お揃いにしましょう。いやー、まさかのセーラームーン漫才装置ありがとうございます。ナイスワです。ミロさん、前までレベル50で戦場の達人かけらもらえてませんでしたっけ？そう。これね、戦場の達人のかけらもらえましたよね、前ね。なんかもらえなくなりましたね。なんでなんだろう。なんでなんだろう。SVS 知らない人って文明の夜明けで取るしかなかったんですよ。戦場の達人をね、50にして。なくなりましたね。なんでなんだろう。安全試験ウルトラ箱、しかもたった3個だって、しょぼくない？クエストがめちゃくちゃ大変なんですよ。クエスト、まあ、レベルアップでね、なんかジェムで買えるみたいなんで、レベルアップで、解決ができるのかもしれないけれども、このクエスト、クソ大変なんですよ。でも、もらえる報酬がしょぼいという。戦場の達人は、SVS 参加しない勢にとっては貴重な機会だったのになくなってますね。なくなってんじゃん。ってなると、戦場の達人の自由特性をゲットするには、必ずサーバー戦争で奇数回勝たなきゃいけないですね。そうこのね、特性のかけら戦場の達人っていうのが前まではもらえてたんですけど、はい、この奇数回でね、今、SVS でもらえるので、奇数回の報酬 ?1 個目、3個目、5個目、7個目みたいな。はい、偶数回はね、もらえないんですよ。はい。ここでもらうしかなくなってるので、SVS 参加したくない勢にとって辛くなってる。ちょっとひどい。皆さん、ナイスパコメントありがとうございます。島崎さん、戦場の達人が足りない。足らないですよね。私もそう、SVS、最近そんな参加しないので、てか、最近、当たる相手に K43 とかいて、もういいよってなるから参加しないんですけど、戦場達人層もらえなくなってきたんですよね。っていうね、SBS 参加しない勢にとっての、唯一の救済だったんですけど、それさえなくなって結構ひどい。悲しいですね。
これいつからなんだろう。最近、文明の夜景全く見てなかったので、気にしたことなかったです。皆さん、やっぱりそうですよね。課金のレベル50の将軍の箱は今回から変わったような気がします。あ、そうなんだ。なんかそう、なんか比較的新しいやつもらえるんだなって今そう、喋らずに眺めて思ってました。はい、サックス、ライモンド、ナルセス、マルクス・アントニウス。マルクス・アントニウスは別に新しくないか。あ、これ、あれか。同じのがもらえる。同じのがもらえる何なんだろう、これ。得点リワードアンロック、ハイレベルだと教育のリワードをもらえる。よくわかんないや。はい。ピュロス、マーリン、アグリッパ、サックス。まあいい将軍がもらえるみたいなんで、あれですね。覚醒を狙ってる人とかはね、こういうところからゲットするのが良さそうですね。500ジェムで、開いて奥に行けばゲットできるんで。あれか。これ、ピンクジェム約2000でこっちの列やれますよ。で、ピンクジェム、これ贅沢な秘宝と何が違うの？まあいい、まあいいや。どうせ買わないし。はい、ちょっといい将軍になってる気がしますね、確かに。島永さん、次の人は1600代後半のはずなのに、K42 がいて、愛しき望先生ですね。それは愛しき望先生ですね。いや、あのー新しいサーバーの方が勢いあるんで、K42 普通にいますよね。なんか意味わからない。文明の衝突とかもそんな感じでしたもん。鈴木さん、次の SBS は K45 が2人いるので、様子を見てそっとアプリを閉じます。そっとじですね、それは。コさん、戦場の達人欲しいが K44 とか45がうろうろされるので、ますますバブルを外しにくくなったりするやそうなんですよ、もう。最近な、敵がな、強くてな。あ、フェニックスだ。やった。AC リセットしてくれたかな、そういえば。ありがとうってコメントするの忘れてたけど、交換、AC リセットしてくれてないから、別に関係なかったわ。AC なぁ。AC リセットしてください。もう気づいてもらえないからな。困っちゃうな。AC が伝わってない可能性もあるよな。はい。このぐらいにして、明日の昼に回復するようにしとこう。よいしょ。アニーさん、SBS 誘導、SBS 誘導もあるかもしれませんね。運営は、まあ、いろんなことを多分してほしいだろうから。島崎さん、相手が強すぎると T1 もあまり効果がないのが辛すぎる。まあそうですね。あんまり強かったら普通に吹っ飛びますからね。マサールさん、今ってバフは何パーまでいってるんですかね？ディスコードで6700%ってのは聞いたんですが、なんか6000%の話聞いた気がする。はい、うちのサーバーでも3500%とか見かけるので、それこそ、ね、うちの同盟に来たこの新しいアングリーガーキンっていう人は3500%クラスだった気がするので、はい、K43 でそのレベルですからね。城とかガチムチに持ってる人とかはもう6000いくんでしょうね。いや、やばすぎる。ガチガチに防衛力高めましょう。まあそうですね。とりあえずね、援軍をもらったら耐えられるぐらいのね、城にはしたいところですよね。はい。なんか6000って聞きました。聞いたことがあります。まあ。あのオールスターとか、オールスターとかね、行く人たちと混ぜないでほしいですよね。射撃兵がマシンガン携帯してそう。
そらさん。今夜ありがとうございます。6000%のチャギってもはやコロニーレーザー。確かに。確かに。コロニー落ちちゃう。コロニーが、いや、コロニー落としじゃないや。もうコロニーが焼き落ちちゃうな。ソーラーレイ的なレベルな気がする。あ、やばい。気づいたらもう12時超えていた。明日も仕事だから、ちょっと待ってよ。なんか喋ってないなったっけ巨人の CNC 点。あ、これは運です。運です。緑が、出るかゲイです。誇りまみれの帝国。はい。誇りまみれの帝国ね、また久しぶりに、これ久しぶりでしたね。そう、これね、帝国、私、この鍵貯めてるんですよね。出目がいい時に一気に引こうかなと思っていて、最初の5回だけ一応引いたんですけど、まあ、今回も別に、いいのが出なかったので、鍵貯めておこうかなと思っていますということで、このイベント鍵貯めれるんですよ。でもね、このイベント自体がめっちゃ久しぶりさだったじゃないですか。来ないこともあり得るんで、こうもう本当悩ましいですよね。でもね、これ、王権がゲットできる数少ないイベントなので、はい、いつか王権がゲットできることを願って貯めときます。はい。貯めて、たくさんね、稼げるようになった時に、まあ、この150回とかね、150回やれるの相当だけどな。はい、この帝国コインが100個もらえるようだとか、こういった、兆しが見えてきたらね、あとは序盤の出目が良かったらね、物販するかなっていうところですかね。はい。ということで、どれぐらい貯めたら、効果的なのかなっていうのはすごく悩ましいんですけど、たかだか今ね、1200しか貯まってないので、1200、1200でしょでも1回引くのに60。だから今 200?200 だと一応150は超える ?800。もうちょい貯めよう。はい、ということで、今回のターンはためのターンですということで、はい、テックの方向ね、クエストはそんな大変じゃないですが、装備とかね、普段あんまりしないかなと思いつつも、装備のクエストって、こっち側のね、初回購入、この、よいしょ。はい、名称ホール。名称ホールの条件にも、装備の強化が存在するので、ちょうどね、なんというか、重複して達成できるので、都合がいいタイミングだと思いますので、しっかりね、装備の強化もして、両方ね、クエストを達成されるといいかなと思います。はい、名称ホール。はい、名称ホールのアイテムもだいぶ揃ったな。今118位溜まりましたね。いつ物販するだろうか。はい。ソロ、ソロ、ソロモンよ、なんかガトーがいる。ガトーマジかっこいいよな。最近私ガンダムシードを見ていて、ガンダムシードのね、最後の方の装備がね、そう、0083の、デンドロビウムのやつっぽくてかっこよくて好きだなって思ってます。ココさん、ジャルさんのおかげで鍵貯めるようになりました。おめでとうございます。私もね、どなたかがね、コメントしてくださって、そのおかげなんですよ。はい、ね、いらないアイテム交換するより、ワンチャンかけた方が王権ってそれだけの価値あるかなというのでね、はい、おすすめでございます。Hello, Rosa. Thank you for your comment. I'm jalapeno. My server. My server is. No, no, no. No, 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 no. My server is here. これ自分の場所なのに行きますかって言われるんだ。受ける。鍵何個貯めたら OK に届くんですかね。何個なんですかね。なんかちゃんと計算したことなくて、途中でまた鍵がもらえたりとかするんですけれども、このゲームの一番の問題は、この砂漠の更新をしたときに、この金ピカのやつが出てくれないと、
更新も鍵でしなきゃいけなくなるじゃないですか。これね、こういう、金ピカが出ない外れ回が存在すると、90で更新しなきゃいけなくて、今回みたいにこのね、2回こういうこの外れをしたときに、もう途中でね、走り始めたら止まれないんで、この90の更新も何回かするのを見込まなきゃいけないので、これ単純にいかないんですよね、これ。開くのに、60かかるの単純計算じゃ多分いかない。一応途中で経路でね、鍵もらえたりとかするんですけども、それ見越しても、どれぐらい必要なんだろうな。そう、今度、どれぐらいでぶっ破しようかのね、試算はしたいかなとは思ってますが。はい。1400なんかじゃ全然足らないんだろうなって思ってます。めっちゃ、めっちゃバイキングラリーしてくれる助かる。いや、バイキングの価値も上がりましたよね。もともとね、賢者の石とか強化石とか手に入るから、良かったんですけども、素材ね。素材も手に入るじゃないですか。今、素材枯渇時代なので、はい、ドラゴンがね、もう素材バクバク食べるようになっちゃったんで、はい、素材がもらえるからね、バイキング、しっかりやってくれるのマジありがたいな。月見さん、前回巨人のキリが2個足らなくて、辛酸を舐めたので、今回は初日から本気でやってますよ。ふふ。おー、2個足りなくて。いや、頑張りましょう。そう、序盤からやるのがいい。いいです。のんきしてるとあれなので。一応、めちゃくちゃ日が悪くても、ステージ4まではだいたい行きますね。で、私の最高記録はステージ2。ステージ2完了いかなかったかな。ステージ2完了いかなかったぐらいまで。ステージ2までは、2周目のステージ2までは到達しますね。で、ステージ4までは、毎日、この、キリを集めてたら多分行くと思うので、はい。よほどね、2とか4とかで、変な開け方しなければ、2とか4とかは1のタイルがないので、推測でね、結構絞り込みができるので、はい。これはね、巨人の知恵の神殿は、ステージ4は毎回一周ができる、比較的優しいイベントなので、ぜひ、ぜひ頑張りましょう。はい。で、なんか喋ることあったかな。お、私は1152サーバーで遊んでる。近いベリークロス。いいですね。当たることもありそうだな。今92人。あ、なんか減っちゃった。けど、いやもうこの時間だからな。この時間だからな。すいませんね。気づいたらまた長くなっちゃった。同盟ボス。あ、そう、同盟ボスが、はい、今週もね、しっかり、殴りまして。お、ガーキン1位になってる。さすが。はい、私はね、ガーキン 21M で1位だわ。はい。今のところ19位。ただ、ポイントはね、もう全然、果てしないんで、全然差があるんですけど、3.8M あって、うちのサーバーの強い方たちよりも、だいぶ上にいるので、今回もね、100位以内はこれでクリアできたかなと思いますというところで、なんかレベル3なのに、進むの早っ。よいしょ。はい、個人リワードはね、しっかり、全部回収ができているので、はい。今104、155。で、ここからプラス15で来るでしょ。で、来週もクリアするということで、来週は、はい、来週はもうランダムな文明装備の巻きの宝箱、これが交換できますので、これのね、ランダムチャレンジ配信をしようと思ってます。はい。ということで、はい。来週もね、また、開封配信やろうと思ってるので、よろしくお願いしますと。はい。そんなところかな。で、またアグロペが来てますね。ということで。はい。アグロペもね、気づいたら仏道が取れてたりとかするのでね、素晴らしいイベントですよね。
前までは、これがね、400近づくタイミングで、鍵をね、使うことによって、この発動させた人って5個鍵もらえるんですよ、追加で。はい。書いてあったと思うんだけれども、あれ、書いてない。ここか。はい。えっと、水曜の怒りを発動した君主は追加で5個の海の鍵を獲得できますということで、この鍵がね、追加の鍵が欲しくて、私はこの400になる直前まで、ウォッチして、開けるっていうのをやってたんですけど、それも結構被るようになってきて、特定の人がね、めっちゃ張り付くようになりましたと。はい。っていうことで、沈没の神殿の訪問、これのソリューションは、2日目になったら海の鍵を速攻で集めて一気に14個消費。はい。無課金の、最大の鍵消費数は1日6日かける2日の12プラスこの10回ボーナスの2の14個がマックスなので、で、このイベントで課金する人いないので、鍵を開いた人だけ。で、うちのサーバー鍵開く人限られているので、はい。2日目に速攻を14個使っておくと、早ければ早いほど上位になるので、ランキング報酬がもらえるんですよね。これ、君主ランキング。はい。君主ランキング、あの10位以内普通に入れるので、はい。これね、うちのサーバーで見てる人がいたら、まあおすすめなんですけど、2日目リセットかかったら速攻で海の鍵をゲットして達成するっていうのがおすすめでございます。で、これ多分どのサーバーもね、同じだとは思いますね。はい。ちなみに活躍度の50かな？ 50 じゃなかった？全然奥じゃん。全然奥じゃん。145かもしかして。あれ？ 145 じゃない。見逃してる。あ、あったあったあった。はい。活躍度110で海の鍵手に入るので、はい。なのでね、もう日付変わった今日なんですけど、水曜日17時になったら、活躍度を速攻で110までクリアして、海の鍵をゲットして、すぐ使うってやると、君主ランキングね、上位に行けると思いますので、おすすめでございます。まあ、リセット間際にね、すぐやれそうな人。まあ、あとはね、海外勢寝てる時間でもあるので、はい、ホルスとかって日本人有利じゃないですか。はい、多少遅れてでもね、さっさと消費すると上位に残れたりするのでおすすめです。まあ、サールさん、オルト持ちの人が紹介しまして、そう、その通りなんです。自分で3アカウントぐらいやれる人超有利なんですよ。はい。で、うちのサーバーもうそうなってるのではい。特定の人が操作している3アカウントぐらいが、開けるのを、えーあの一人でそう開けちゃうので、もう無理なんですよね。で、そこに戦うのも無駄だなってなったので、はい。2日目速攻消費作戦が、うちのサーバーのソリューションだなってなりました。情報隠しとこう。はい。そんなところ、同盟総動員、同盟対決戦がまた始まりましたねということで、これね、いつも、この大使とかをね、忘れるんですけれども、これ期間が長いので、別に大使なんてやらなくても、マックスいきますと。で、これもランキングの、上位とかに特段意味がないので、はい、よいしょ。適当に、やればいいかなということで、またね、この1ヶ月間、同盟対決戦やっていきましょうというところですかね。はい。で、私、このゴールドのお城のかけらね、一回交換しちゃったんですけど、これ、本当にアップグレードにしか利用できないんですね。これ、かけらを30個集めたら城になるのかなと思って、試しに1個交換してみたら、交換できそうになくて、まあ聞いてみたらね、これ課金でゲットするゴールドのお城だよっていうのを教えてもらって、はい、私には関係ないやつでしたということで、無駄に2000消費したので、えそれは、もう捨ておいて、はい、必要なやつを交換していこうと思います。この放送の巻の宝箱とか。はい。っていう、はい、先週あったショックな出来事です。先週聞いたか。
はい。で、激得イベントのところは大きなところ変わりがないかなと思います。ここで、一番やらなきゃいけないことは、消費還元のところももう喋ったんでいいでしょう。はい。騎士の試練とかね、超得の育成が来てるので、お忘れなくっていうところ、今週は製造達人ですけれども、金曜日からは、装備の強化が来ます。で、忘れがちなハンザ召喚ね、これ、交換できるときに交換しておくのがおすすめでございますというところ、特に今回はね、資源の消費になっているので、足らない資源をね、交換するのもいいですし、私は基本的には建設の交換をしてますと。はい、建設のスピードアップもね、1段増えたこともあるので、建設スピードアップ。これをね、交換してる勢の方は今日交換できるはずですというところで忘れずに交換しておきましょう。はい。そのところかな。ココさん、うち今360、そろそろ張り付き組が動き出す頃や。そうですね。そうですね。急にポポポーンって言って上がるタイミングですね。河合さん、レベル4バラ農園、1日3つは秘蔵ボックスがドロップする話は済みましたでしょうか？それ、多分落ちない、落ちないっていうのは正しくなくて、これ、実質農場というかタイルなんですよね。他のタイルで取ってるときはもう落ちないと思いますね。それと関係なく落ちるのかな？農園、バラ農場、一切行ったことないや、そういえば。でも、ほう、その秘宝ボックスも、サイレント上限ある系のやつだから、普通のタイルから全部取り切ってるときはもう落ちないんじゃないのかな？どうなんだろう。レベル4いかないとダメだ。これ検索引っかかんないのかな？農場だけど。あったあった。これですよね。充血の結晶とか、荒れ地とか。秘宝ボックス落ちる？この充血の結晶とか、荒れ地は、通常のね、タイルと一緒で、よいしょ。こう、見れないのか。ほい、さ。これね。はい。この荒れ地とか充血の結晶、1日にね、ドロップできる数が決まっているので、こっちで取っちゃうと、バラ農園からね、取れなくなるっていうね、仕様になってるかなと思います。マサールさん、無駄に30、30歳でまた愛しき望むがいる。絶望先生だ。マサールさん、エッグ持ちたりしますね。そうそうそう。これがね、多分実質、その 3M になってるので、高レベルタイルと一緒の扱いなんで、それでなんですよね。河合さん、1日3つまで落ちてますね。それより先に大きな資源採取でドロップしたかの検証まで確認できてません。多分ね、通常で落ちるやつの延長な気がするんだけれども、私もログがはるか昔になっちゃってる気がするから、終えるだろうか、今日の分のやつ。私、大体ね、もうリセット後にすぐクリアするんですけど、消印ゾーンがあるからありそう。これだろう、多分。はい、これね。はい。私、17時12分に上がるように、レベル16農場をやっていましたということで、荒れ地とか、充血の結晶やエッグ、秘宝ボックス。この辺はね、そう、タイルから落ちるんですよね。これは、そう、そもそも、いつも落ちるやつなんですけれども、で、秘宝ボックスが2、3って手に入ってるんで、私はもうこれからね、タイルじゃ取れないんですよ。秘宝ボックス。はい。で、これはつまり、その、農園から3つ落ちるではなくて、タイルからもらえる3つの時に、この農園も同じようにカウントされるようが正しいと思います。はい。なので、すでに他のタイルで3つ取ってる時に農園でさらに取れるっていうことはないですね。はい。ボスモンスターとかから落ちる荒れ地と同じような考え方になりますかね。
お、やった。宝蔵の巻の宝箱も手に入っている。地獄、美食カーニバルのモンハン入れすぎで履歴レポートが出てこない。いやー、そう、これガチ勢はね、美食カーニバルは、毎日限界まで多分勝ってますからね。はい。そうするとね、これいけるはずなので。はい。でも私はもう無理だ。絶対やらないわ。次回は頑張ろうと思います。この辺もう終わったやつだから消さないと。はい。そんなところですかね。バラシリーズもさ、前からあるイベントなんですけど、これ、みんな、やらない、取らないでしょっていう、なんかこういうのをそのまま放置するのやめてほしいよな。せめて、もらえるやつを良くしてくれたら盛り上がるかもしれないのに、なんなんだろうな。イベント中、モンスターやワールドマップにあるバラ農園からバラを見つけることができますっていう、なんか、なんなんだろう。誰得イベントなんだろう。雪だるまとかもそうだけど。はい。まあいいや。はい。文明の旅。文明の旅ね、毎日弾いてたら今日で5回で追加が弾けますよというところで、おめでとうございます。よいしょ。でさ、この文明の旅これさ、ここポチつかなくなりましたよね。前は、ここ弾いてなかったらポチついてたんですけど、一回弾くとポチつくんですよね、これ。ちょっとエグくないですか？この引き換えスターのポチがね、一回弾くとつくんですけど、弾く前についてなくて、私、なんか、前回とか、何回かね、弾き忘れてるんですよね。はい、この、弾いた後のポチいらないんだけど、無料分引く前のポチコとつけてほしいんだけど、これ逆なんだよな。何なんだろう。ココさん、バラでアレスの血は重血の結晶でくれた熱いのにお願い棒に。そう、残念ながらそれ単体で追加で出るようがないんでね、あんま美味しくないから、なんかイベント自体の存在意味が全くよくわかんないですよね。前からですけど。はい。無駄なイベントを立てないようにし。はい。まあ普通のモンスターからもね、バラ落ちるので、まあなんか、おまけのプラスアルファがあるなぐらいだとは思います。はい、ということで、一通りイベント関連のところは話をしました。で、私はね、今期は、20B 達成を目指しているということで、まあリソースはね、もう、潤沢にあるし、すでに、消費もね、はい、18B、17B とかと進んでますと。で、建設メインなので、食料と木材がね、全く育成がで、全く消費ができてないので、この辺はね、T1 騎兵をたくさん作りますというところですかね。はい。まあ、ちょうどね、この軍隊の招集とかで戦力 100M 上げろみたいなところもあるので、まあ、そこと合わせてね、しっかり作っていこうかなと思っています。はい。で、やっとね、神殿とかにも着手ができましたし、素材工場もね、化学工場か34にしました。化学工場もね、36にしたいんですよ。36にして、これを紫にしたいんですよ。これさ、青だと忘れるんですよね。はい。たまに空になってる時あってもったいないので。で、青と紫とか緑とかで、なんていうか、総合の時間、なんか減るとかなかったっぽいんですけど、単純に放置していい時間が増えるはずなので、もう36にしたいなと思っていて、はい。化学工場のね、36も早く上げたいなと思ってます。はい。ということで、今期は、もう、城壁も着手したし、凱旋門も作り終わったので、建設はもう多分しなくて、あとは兵とかで微調整して20秒達成を目指しますと。で、次の消費還元は 10B です。抑えて、その次 35B 消費かけて、計39狙うっていうところをやっていこうかなと思っています。ただ、同時還元が3月に
来るかなって、3月か4月に来るかなと思っていて、そのタイミングの被り方次第では、K39 のタイミングずらすかもなとも思っているので、はい、またそういったところはね、育成プランについてはまた次回の配信で話していけたらなと思います。はい。というところで、今日はね、だいぶ、話がいろいろなところに行きましたけれども、はい、カードパックですね。はい、スーパーレアがもらえるようになったので、引いてみましたということで、まさかの被り、はい、7分の2、ダメな方を引いてしまいましたというところ、あとはハンターラッキーボックス、引いたら王権が1個出たよというところ、はい、引き続きね、こういうレアアイテムが集まったタイミングでね、引いていこうと思ってますので、はい、配信のイベント的に取り扱っていこうと思ってますので、よろしくお願いします。はい。私の腹は三段腹。あ、お腹が割れてるようで横に。月見さん、バラ農園は初期からありますが、ゴールデンゴブリンと同じでよくわかんないエワリンの七不思議の一つです。いや、ゴールデンゴブリン私ちなみに結構行きますよ。ゴールド足らなくなるんで。はい、そう、軍事研究所とか、まだギリギリ耐えてますけど、これ39、40になるとゴールドの枯渇する予定があるので、はい。ゴールデンゴブリンは見かけたら倒すし、ゴールド徴収もジェム徴収たまにします。はい。ゴールドはね、ゴールドは許す。バラは意味がわからない。はい。ということで、はい。よいしょ。なんか、積極的にラリーがかかってるから、しばらく起きてラリー乗ろう。よし。こんなところかな。ココさん、計45の方は今日45の訓練所と馬小屋、そして城壁を同時に上げるという理解が追いつかない事象になりました。意味がわからないですよね。その馬小屋とか訓練所ってだって、その兵を作れなくなるから、もう一瞬で終わらせるってことですよね。いやー、異次元、異次元。まあ、同じね、軸で考えちゃいけないんで、天竜人だなって。天竜人だなって。神の騎士団かな。強い方は強いですね。よし。はい。そんなところで終わりにしょう。あ、ゴールデンゴブリンのゴールデンゴブリンのゴールドは少ないです。もっと欲しい。軍艦はゴールド10尾以上あっても全然足らない。いや、そうなんですよ。もうゴールドそう足らないんですよね。そう、もっと増やしてくれないと。ゴールデンゴブリンはそう、もらえるやつを増やしてほしい。40M しかもらえない。けど、あれしかもらえるのがないから、そう、私、だからベイヤールも喜んで殴る。ベイヤール無視する人多いんだけど、ベイヤールも嬉しいでしょうつって、すげえ殴る。はい、ということで、はい、ちょっと楽しくて、このままだとずっと喋ってしまうので、一旦ここで区切ろうかな。よいしょ。はい、ということで、今日ね、今日もちょっと開始が遅れてしまって申し訳ありませんでした。来週もね、予定通り火曜日にやろうかなと思っておりますが、来週もちょっともしかしたらちょっと遅れるかもなと思いつつ、はい。とはいえ、10時を目指してやろうかなとは思ってますので、はい。またね、来週火曜日、いつも通り配信予定ですので、よかったらご覧いただけたらと、ラジオ代わりにね、ご覧いただけたらと思いますというところです。はい。それでは今週もありがとうございました。神さん、スパチャありがとうございました。はい。また、来週の配信でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録や高評価をして、次の配信をお待ちいただけたらと思います。そのところで、また来週お会いしましょう。おつじゃる様でした。